チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ百です。本日もお集まりいただきありがとうございます。はい、今日はですね、日米首脳会談が終了いたしましたので、高市総理への海外の反応など、ざっとですね、フリートーク形式でやっていきたいかなと思っております。政府へのお問い合わせ先は一番上に書いてありますので、問い合わせしたい人はどんどん問い合わせしましょう。カラスマフリートークも第10回となりました。時事雑談と異なり、話す予定、一応決めてはきているんで、時事雑談と変わらないところもあるんですけれども、初見の方も気軽にですね、別の話題を知りたいとか、雑談形式で、話したいことは話してみてください。あと、高市氏本人やその支持者に対する差別、誹謗中傷はやめてください。あと、チャットルール、差別、誹謗中傷禁止などありますので、そちらの方ご参照よろしくお願いいたします。カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。戦争の話題等がありますが、その旨、ご了承願います。はい、ということでですね、ケイトさん、音花風花さん、生姜さん、ペタさん、ドメキレオさん、ミニラトルさん、イメヨクさん、ツッキーさん、マヤ F さん、ドガーポーさん、リュウさん、OBS エイレンさん、615さん、アクエリアスよっちゃんさん、アブソリュートさん、かなしみさん、コンカラスです。皆さん来ていただいてありがとうございます。たくさん来ていただいてありがとうございます。恥さらしというか、言いたいことはみんな大体同じだと思うんですけど、はい、フリートークもね、第10回ということで、時事雑談と変わらなかったり変わったりするところなんですが、初見の方もね、来やすいような形式でやりたいなという感じで、たまにやっていきたいなと思うので、よろしくお願いいたします。誇りを傷つけられたようで朝から気分が悪かったということで、私も正直ね、全編見てないし、なんか正直辛くて見るのやめてしまったので、あんまりニュースを後か追いしてるだけでですね、そんな深く掘ってないと思うんですが、そこをご了承いただければと思います。はい。右翼の皆様はあれを見て失望しないのでしょうかね。アドベキリオさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。つうことでですね。用語もいろいろあるんですよ。それはちょっと見ていきたいと思います。浅井プレイスさん、初コメありがとうございます。いつせさん、プアッパーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。リュウさんも初コメありがとうございます。ありがとうございます。アナミさん、初コメありがとうございます。初コメじゃないです。失礼しました。敗兵を回避したこと、意外全部ダメですね。はい。おおむねそのような評価になってると思いますけどね。はい。つうことでですね、ただ、まだ危機が完全に去ったということではございません。ホルムズ海峡の自衛隊派遣のを明言してないので、明言するよう、求める署名は引き続き行われております。概要欄から、5万9000名今集まっておりますので、どんどん皆さんも署名していきましょう。はい、プレッシャーをかけていきましょう。よろしくお願いいたします。サズセさん、コンカラスです。ヤフコメが地獄すぎる。共産党は批判ばかりとか、押し付け憲法支持だから対米従属だみたいな。いやー、なんでしょうね。今回ある意味、改憲派の人、このホルムズ海峡への自衛隊派遣が叶わなかったということで、悔しがってる反応自体は、一応わかるはわかるんですけどね。はい。っていうことでですね。そうですね。少なくとも今回ね、野党の圧力とかね、皆さんのデモ活動などの会があって、派遣はですね、決定しませんでしたので、そういう意味では良かったと言えると思うんですが、百聞は一見にしかずということでですね、皆さんにも地獄を味わっていただこうということで、3分ぐらいしか流さないですが、なんか途中 x ジャパンの曲とか流れてくるので、それをあったらやばいのでですね、その辺までちょっと流して 1.5 倍速で見ていこうと思います。日米首脳会談の成果は責任を果たそうとしているトランプ大統領が評価もということで、TBS の映像をご覧ください。安倍総理を乗せた車がブレアハウスを出発します。日本時間の今日未明、トランプ大統領に出迎えられる中、ホワイトハウスに到着した高市総理。世界が注目する中始まった首脳会談の冒頭。中東情勢についてまず口火を切ったのは高市総理でした。世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています。
そのために私は、諸外国に働きかけて、しっかりと応援したいと思っています。今日私はそれを伝えに来ました。事実上封鎖が続くホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり、同盟国は協力すべきとの考えを示すトランプ大統領ですが、日本に対しては次のように話しました。このように日本を評価する一方、物議を醸したのがトランプ大統領の次の発言です。Why didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? One thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? パールハーバーの言葉に高市総理はこの表情。今回焦点の一つだったホルムズ海峡への自衛隊派遣について、どのような具体的なやり取りがあったのでしょうか。会談後、高市総理は日々のやり取りではございますけれども、ただ日本の法律の範囲内でできることとできないことがございますので、これについては詳細にきっちりと説明をいたしました。さらに同行筋によりますと、トランプ大統領から防衛費の増額要求はなかったということです。およそ1時間半にわたる会談。高市総理の台湾有事発言をめぐり悪化している日中関係について、トランプ大統領から総理に直接質問が飛ぶ場面も見られました。Yeah. Well, I'll be going to China very quickly, but I think I'd really like to have the Prime Minister talk about China because I know they have a little bit of an edgy relationship, and I'd just like to know where it stands. 日本はいつも中国に対してオープンです。会話はオープンにしています。それから冷静に対応しています。トランプ大統領が中国を訪問する前に日本の立場を理解してもらうことが会談の狙いの一つだった高市総理。会談後、アメリカ側の発表によると、中国と台湾をめぐる問題について両首脳はいかなる一方的な現状変更の試みにも反対との認識で一致したということです。今回の会談を振り返り、政権幹部は会談は成功だ、良い雰囲気だった。はい、ということで、ちょっと長めにお流ししましたがいやー会談は成功だ、良い雰囲気だったというのが、自民党側のまとめだそうです。成功なのかな。いや、確かに、ホルムズ海峡への自衛隊派遣という最悪の事態は避けられました。そして、トランプさんからですね、自衛隊をね、なんとかうちに貸せみたいな要求をされることもありませんでした。事前協議もね、良かったと思いますし、これに向けて高橋洋一さんという人がですね、日米首脳会談大成功、オールドメディア悔しいの日米首脳会談大成功と、なぜか2回も緊急ライブをしているんですが、良かったなと、高橋洋一さんも安心でしたねという感じでございます。はい。いや、そういう問題なのっていう感じですけど、ということでですね、アンナ A さん、道の海賊さん、キアミフさん、コンカラスです。そこでお風呂入るから挨拶だけで、そうですね、男尊女卑社会のツケを払わされてるという感じですね。なんか、いろいろな意味で。はい。だからといって、高市さんに女性差別するのはダメですけどね。はい。私たち日本人一人一人が健やかな誇りと静かな自信を求めているようにと以前スピーチしていました。パールハーバーに対する反応があれでいいんですかね。その後で言いますけど。いやいや、でも、派兵の返答ね、軒並み断られてることに関して一言もね、TBS 言わなかったですね。この5分のまとめ動画ではですね。はい、言えよっていう感じですけども、ホルムズ海峡の派遣のことはそりゃ言ってほしかったけども、それだけでいいっていう問題じゃないんですよ。国辱者のジョークだ。記者が叩いている奴ら日本人ほど小馬鹿にされているのがわからないのかというですね。それは当然ですよね。はい。階段の字が。高市さん、コングラチュナルフェローだっけ忘れたけど、でも今回は通訳付きで会話してました。それ自体はね、別に各国首脳通訳付きで会話してますので、別に悪いことではないと思うんですけど、という感じですね。はい。で、中国に対して現状変更やめろみたいなの、どの口が言うのって感じですよね。本当に。すごいよな。
大真面目に答えると真珠湾攻撃は国連憲章ができるずっと前だ。だからイラン攻撃と一緒にするんじゃないというですね。まあ確かに右翼の人たちみんなそうやって怒ってほしいですけどね。はい。レアアースどころかお前らのせいで肥料も止められそうなんですが、国家予算の10分の1をまたアメリカに戻さなきゃいけない。パールハーバーになぞらえるということはアメリカのイラン攻撃は卑劣な奇襲攻撃であると自分でお認めになったということですねっていうね。まあ確かにそう見えますよね、この発言ね。はい。最悪の最悪を回避しただけなんですけどって自衛隊派遣しなくて済みそうなだけで成功ってパールハーバーについては到着が遅れたとはいえ宣戦布告なしの奇襲になったので日本が悪いんですけども、そのトランプとその支持者は日程とあんまり変わらないです。日本にとってもアメリカに的にも最悪なジョークだと思いますがっていうですね。まあ良識あるアメリカ人の人たちはみんな怒ってるんですけどね。まあトランプとかマガ派の人たちがどういう人たちかというのがよくわかる内容になってましたよね。はい。いや、やっぱり行かない方が良かったですね。アーケードさん、コンカラスです。でもですね、だからね、高橋さんも喜んでる場合じゃないでしょっていう感じですけどね。そして、まあ、先ほどからコメント欄でありましたが、一部の人たちがですね、謎のこういった主張を始めました。日本メディア、バカな質問をする。日本人記者、イラン戦争前に日本に伝えなかったのはなぜか。なぜ君たちは真珠湾攻撃のことを私に教えてくれなかったのかというですね。高市首相は何ちゅう質問してんねんっていう顔されてましたということでですね。オールドメディアが悪いという、まあなんか、朝日の、テレ朝の、千々岩さんっていうですね、まあいつもなんか結構政権にすり寄ってるようなことを言ってる、まあ私は保守派だとか右翼の類だと思ってるんですけど、記者さんが質問された内容がこれだったということで、世界に向けて恥ずかしい質問をしたのは報道ステーションにも出てくるテレ朝千々岩森生だった。やはり日本のメディアを恥をかかせられてるべきだということでですね、なんか日本のマスコミが悪いという話にされてるみたいなんですけど、なんでパールハーバー発言に一切起こらないのに日本のマスコミに怒ってるんだこの人たちっていうですね、すごいですよね。このアクロバット用語はなんかさすがなんかマガというかやっぱりトランプ支持者の人たちってすごいなって思いました。はい。まあ何をやってもエクストリーム擁護するんだなという感じですね。はい。在日外国人問題のことばっかり言ってるけど、在日弁軍はどうなんだよっていう。だからこの人たち在日弁軍のこと一切言わないじゃないですか。外国人問題って二言目には言うけども。だからアメリカのことだけは免責するっていうのがね、もう。また質問したやつが悪いって、そう、岡田さんのね、台湾質問と同じなパターンなんですよね。質問したやつが悪いのであって、回答した方は悪くないって、そんなわけねえだろって、回答したやつが悪いだろ、普通にって。別に変な質問されたからってね、かわせばいいだけであって、別に悪い回答をしなきゃいけないなんてルールはないですからね。はい。俺はこういうことをやっても言ってもいいんだということを示したいのかなと。まあそうでしょうね。その自分の力を示すっていう意味でもあったんでしょうね。トランプの返答じゃなくて質問したメディアを叩いてるってまあ確かに変な質問ではあったけど、トランプの回答が規格外でやばすぎて何とも言えませんという。そう、むしろ官邸版なんですよね。だからいつも官邸の用語とかしてる人なんですよ、千々岩さんって。私はあんま好きじゃないんですけど。だからテレ朝ではね、かなり右寄りの人だと思うんだけど、なんでこんなね、なんか国賊みたいな、また岡田敏夫さんと同じ現象が起きてますよね。岡田敏夫さんじゃない、失礼。勝也さんでした。敏夫と一緒にしてはいけない。岡田克也さんと同じ現象が起きてますよね。まあ、岡田さんのね、質問についても、またメンバーシップとかで私取り上げたことあるので、興味ある人は、よかったら見ていただきたいんですが、岡田さんのね、もう割と右寄りというか、立憲の中ではね、保守派の人ですから、ね、そういう人がね、無難な質問をしただけでね、なんか、すげえよくわからん、ねじ曲がった回答をされてですね、それがなんか全て岡田のせいだみたいに言われてるっていう、なんか、千々岩さんもとばっちりですよね、これは。はい。本当ね、多責ですよね。その態度は本当名誉白人になりたがっているであって、愛国者の姿ではないよっていうね。いや、本当そう思いますけどね。右翼としてそれでいいのかって思いますよね。
そうですね、トランプは堂々と国際法違反をすることで国際法の形骸化をしようとしてますね。はい。右によっても都合が悪ければ反日。分かったか、中道という。いや、でも中道の人たちそこ勘違いしてますよね。あの人たちは何でもかんでもね、要は自分に反対する勢力は左だと言いたいのであって、実際原発再稼働とかを認めたりとか、明らかに右寄りのことを言ったとしても別に右翼だっていう風に言ってくれるわけじゃないんですよ。斉藤哲夫さんはそこを分かってなかったと思いますね。はい。横須賀の米軍基地から出た艦船がそうイラン攻撃に参加してますしね。だからね、そういうことをなんで右翼の人たち怒らないのっていう話なんですけど、まあ皆さんちょっとストレスが溜まっていると思うので、ちょっと皆さんの意見を集約して代弁していただきましょう。はい。ちょっと 1.5 倍速で流しますが。緊急の会見を行います。この日米首脳会談で高市首相は、アメリカトランプ政権のイラン攻撃を一言も批判をせずですね、そして世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと、諸外国に働きかけてしっかり応援したいというふうにトランプ大統領を礼賛をすると。で、事実上これはアメリカによるイラン攻撃を支持したものということになります。イランを一方的に非難して、そして世界に戦争と混乱をもたらしている張本人を礼賛するという全くの逆立ちした本当に情けない対米追随のこの外交に、日本共産党として抗議をしたいというふうに思います。このアメリカのイラン攻撃というのは、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃に対しては日本国民は世論調査でも8割以上が反対と。高市首相の今回の発言というのは、こうした国民の世論意見も無視をしたものだと言わざるを得ません。我が党は本当に今ですね、こうした国連憲章、国際法の形骸化を許さず、平和の国際秩序の確立を求める、世界の諸政府、そして、日本の国内の人々、世界の人々と、力を合わせて、本当に国際的な平和の連帯を広げていくと、このことを改めて、表明したいというふうに思います。そしてまた、日米首脳会談では、トランプ政権のこの無法な戦争への自衛隊の派遣、これがどうなるかということが問われたわけですけれども、トランプ大統領はおととい、昨日と我々に示されたメッセージに基づけば、日本は一段と踏み込んで対応しようとしている NATO とは違うというふうに述べているわけです。で、高市首相は会見の中では、できることとできないことを詳細に説明したというふうにも述べています。これですね、国会ではこのホルムズ海峡に自衛隊出すのかどうかということについて、高市首相は、検討中としか答えていないわけですね。そうすると日本政府はアメリカに対して一段と踏み込んだというものが何なのか、何を提示したのか、そしてトランプ大統領に対して何ができるというふうに説明したのか、これは国民にですね、しっかりと説明することが求められています。この説明を求めていきます。はい、ということで田村委員長同士ありがとうございました。まあこれがでも保守政治家の見解じゃないですか。今コメントでもありましたけど、日本の立場をですね、ちゃんと示して、対米言いなりの外交は良くないよっていうですね、ダメなことはダメだというふうにのを突きつけていくのだと、なんで左翼政党がこういうこと言ってんだよっていう、なんかここら辺もほんと逆立ちしてますよね。左翼の人とか私もそうだけど、一応そのつもりでやってるけど、愛国主義を唱えているというですね。もう理解不能な状況に陥っています。はい。ドラさん、コンカラスです。岡田克也さん、2015年の時もホルムズ海峡を別に、例に安倍総理に迫って戦争中では安保法制は適用できないという答弁を取った。そうなんですよね。だから岡田さん、その実績があったので、高市さんにもそれを確認しただけなんですよ。当然安倍総理と同じ見解だよねって言っただけなんですよ。でも、安倍総理と違うこと言い出したから、ってなって、今に至ったわけなんですよね。はい。ですね。確かにドナルド・トランプしかね、イスラエルを止められないかもしれないので、そういう意味では確かに平和を作れるのはドナルドだけだという、その言葉はね、解釈次第では、批判と言えなくもないし、多分官僚答弁なんだと思うんですけど、高市さんがあれ考えたんじゃないと思うので、はい。でもなんか、対外的にはやっぱりへつらってるように見えちゃいますよね。賛成とバツアツなシーンズさん、コンカラスです。美米右翼の皆さんは説教されてほしいっていうですね。いや、一回田村委員長のちゃんと演説聞きだよって、これ17分ありますけどね、皆さん聞いてください。後でリンク貼っとくので。はい。
タムトムは真っ当です。トランプのイラン攻撃は国際法違反とはっきり言わなきゃ日本に中東からの石油は入ってきませんという、そうですよ。だからね、日本の国益にならないんだから、国益みたいな、右翼みたいなことあんまり言いたくないんだけど、でも本当ね、保守政治家が言うべきことって今これじゃないかと思うんですけどね。はい。タムトムのライブで産経記者、なんか変な医者もつけているやついましたね。なんなんでしょうね、本当に。チャットもひどかったけどね。ギャンブレニキさん、シリーさん、コッカラスです。サリーさん、コッカラスです。普通に保守派も共感するでしょうって。いやーね、当たり前のことしか言ってないですからね。だから左翼が保守派みたいなこと言わなざるを得なくなってるんですよ。高市さんがあまりにひどいから。だから我々が怒ってるのは、だから別になんて言うんでしょうね。派兵を断ったことじゃなくて、それは別に良かったと思いますけれども、だからといってトランプの国際法違反の戦争を支持したりするのはおかしいでしょっていうふうに言ってるだけなんですよ。はい。ですね。まあ共産党さんがいつもこうクソリプで言われまくるのはね、いつものことなんですけれども、それにしてもひどいですよね。はい。まあそうですね、恨みつやくいはいろいろあったのかもしれないですけど、安倍さん表向きは憲法を保持してるって言いましたからね。だからまあ公明党さえもね、巻き込んで、まああれは会社会見だけど正当なんだっていうふうに言わせてるわけじゃないですか。斉藤哲夫さんもそう言ってましたからね。はい。まあ斉藤党首にはちょっといろいろ思うところはありますが、はい。ですね。まあ共産党さんね、でも日本国籍保持者要件あるの、それはちょっと私あんまり、文句を開いてもいいんじゃないか、そろそろっていう気持ちはあるんですけれども、まあそこは別に批判ではありません。産経はへいへいしろって小説書いてますから、いや、あれほんとひどかったですね。マジで言うのこいつらって終わってんなって思いましたね。まあそういうね、まあいわゆるあんまり言いたかないけど売国勢力みたいなことをですね、言わないようにと共産党さんは怒ってるわけですよね。あと日本平和委員会さんのコメント、日米首脳会談について声明を出しました。無法なトランプ政権の追随をあらわにした世界で恥ずべき高市首相を厳しく非難するということで、まあですね、平和委員会の方はですね、いつもこういう風に主張されているのでですね、知ってる方は別に読んでいただければという風に思うんですけど、高市首相は首脳会談でアメリカのイラン攻撃を国連憲章違反という批判を一切することなく、トランプ大統領を世界中に平和と繁栄を持たせるのはドナルドだけなど口を極めて持ち上げ、諸外国に働きかけてしっかり応援したいと全面的にトランプ戦争を応援するような驚くべき姿勢を示した。トランプ大統領が首脳会談の場でイラン攻撃が奇襲攻撃であったと明言したように、これが国連憲章違反の先制攻撃であることは明白である。これをはじめ国際法には私には関係ないと公言して国際法違反の蛮行の数々を繰り広げるトランプ大統領に追随し媚びへつらう高市首相の態度は世界でも異様であり、恥をさらすものと言わなければならない。何よりもそれは戦争のない世界を作る先頭に立つことを誓った日本国憲法の精神を根本から蹂躙する許し難き態度であると。いうことでですね、まあ当たり前ですよね。だって平和主義に反してるのがトランプなんだから、平和主義に賛成する以上、日本国憲法を守る立場である以上は反対せざるを得ないということですね。はい。まあ当たり前ではないかと思いますし、これがね、まともなね、保守派の意見ではないかと私は思っているんですけれども、はい。なぜかね、こういうことを言うと左翼って言われるのが今の世の中なわけでございますね。はい。いや、本当は外国人地方参政権認めるべきですよ、マジで。本当に認めるべきです。やばいでしょ。だって参政党が地域政党になってきてますからね。はい。最悪の私は日本国の未来を心配しており、なんだかよくわからなくなる気持ちになっていますというですね。私の言いたいことを文章にするとこうなりますというですね。いや、日本平和委員会さんはね、もちろん軍拡にも反対されてますしね。真っ当ですよね。はい。いつも参考にしていただいてます。一水会すら最悪な使い。一水会親ロシア派なのでね、まあ、そこはちょっと注意ですけれどもね。あれは左翼ではありません。石破さんですら左翼っていうね。だから気に入らないもの全部左翼って、なんか左翼はゴミ箱じゃないんで、気に入らない右派の人たちみんな左翼っていうのやめてもらっていいですかって感じですね。石破茂は一水会が左翼なわけねえだろっていう。はい。
ただね、ウクライナではですね、論説に定評のある東野篤子先生なんですが、世界平和をもたらすのはドナルドだけっていうようなことを言ってるのは、高市さんだけではないと、これなんか有料記事なんですけど、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダが、この会談の前にホルムズ海峡に関する共同声明を出して、イランを非難した上、日欧が連携してホルムズ海峡における安全な航行の確保を目的とした適切な取り組みに貢献する用意があることを表明したというようなですね。で、その上でトランプが NATO から全く違うと言ったのですから、言いように、見方によっては日本だけがなぞり高評価を受けたと。いや、別に高市さんがわざわざ言ったから持ち上げられただけじゃないのという感じはしますけど、ただ、あんまりなんて言うんですかね、欧米諸国とそこまで確かに離れたことを、高市政権が今言っているわけではないっていうところは留意が必要だなとは思います。イギリス、フランスとかで、スペイン以外は、スペインは違いますよ。スペインは真っ当にアメリカを非難してますけども、イギリス、フランス、ドイツなんかは、ドイツの特に、メルツなんかはね、ひどいわけですよね。アメリカにも媚びてるし、かなり歩調を合わせて、イランを非難したりしつつ、ですね、ホルムズ海峡に関する共同声明でも、イランは封鎖を解除すべきだみたいなことしか言ってないわけですよね。だから、メローニさんはね、アメリカを暗に非難したので、ちょっと違いますけれども、メローニの方がマシみたいな感じで言われてるぐらいですね。欧州の中でも、高市寄りの、態度を取る人たちは結構いるわけで、なので、高市さんが特別にひどいわけではないという用語は、一応可能なのかなというちょっと感じでございます。はい。やっぱズレイさん、ここからです。左翼リベラル、ポリコレを全部ゴミ箱。いや、本当にね、ただの陰謀論者ですよね、そうなるとね。なんか気に入らないやつは全部左翼みたいなね。その認識の仕方がおかしいって言ってるんですよね。はい。本当地方参政権は意思だけでも認めるべきだと思いますよね。左翼を悪口だと思ってて、それしか悪口のレパートリーがないんでしょう。なんなら高市は左翼と言い出した人もいるし。いやー、小学校にトマホークぶち込んだ連中の親玉とよくハグしたりニコニコしたりね、平和の使者みたいなこと言えるようなって思いますよね。ただ、ドイツとかもね、そんなに変わらない態度であるっていうことは言わなきゃいけないかもしれないですね。はい。東野さんのその記事、私も日中メルマガで読みました。他にも全然例があるとはいえ、ならそれでいいのかとはもやもやしますよね。そうですね。だから、東野さんも別にどうなんでしょうね。なんか彼女はよくわかんないところがありますね。高市さんを擁護したいんですかね。よくそこはちょっと意図がわからないなと思いました。伊沢さん、ここからです。トランプはわざわざ新聞記事を読みに行かないので、目の前で褒めてくれる高市さんを評価しただけではないでしょうか。国民国家やナショナリズムの起源もフランス革命防衛戦争だから愛国左翼は普通に成立する。そうですね。はい。左翼ナショナリストっていっぱいいるので、私も名乗っといてあれですけれども、別に変な思想ではないと思います。メローニは右翼として普通のこと言っただけだと思うんですが、なんで日本の右翼はこんな感じなんでしょうかっていう。昨今のニュース源泉垂れ流しは頭が痛くなり、ヒャック先生のフィルターを落とさないと政治が見れませんということでありがとうございます。高市さんを非難しているレトウヨがいて幻かなと思ったのに他にも存在するんだ。高市が左翼っていやもう左翼の定義が完全に破壊されてますよね。左翼って何なんだよって。ただ、ちょっと不快な映像を出すのでちょっと閲覧注意なんですけれども、彼らの言うところ左翼っていうのがですね、差別に反対するとかレイシストでないっていう意味だとすると、ちょっと合点がいくような発言をトランプがしました。This looks like one of your people right here. Is he good or bad? っていうですね、高市に対して、映像その直接流しませんけど、こういうことを言ったわけなんですけど、これどういう意味かっていうと、君のところの国民みたいだねという、日本のさっきのね、千々岩さんとかを揶揄してトランプ言ったわけですよ。君のところの国民みたいだねというようなことを言い方をしたんですけど、これ軽いジョークに聞こえるかもしれませんが、多民族国家のアメリカでは
領はお前は白人マジョリティの一員ではないという強烈な拒絶が含まれる、レイシストワードなわけですね。で、記者をプロとしてではなく、日本人、アジア人という人種でしか見ていないというような、先ほどの真珠湾発言と並んでこういうことを言ってるわけです。トランプはレイシストです。もうレイシストの言葉で笑うのはやめませんか。高市さんも記者さんもアジア人別種の、人種差別で笑うのは差別の再生産であり、被害者の痛みを不可視化することです。無礼だと感じたら怒ったり黙ったりしていいんです。何でもニコニコすることが外交ではありませんということで、全くその通りだと思いますね。アメリカのリベラル派のアロン・ルッパーさんとかもね、普通に怒ってらっしゃるのでですね、そこは救われる気持ちなんですけれども、海外の人たちもドン引きするレベルのこの白人レイシストトランプぶりが今回は発動したわけですけど、なんかね、彼らって基本的に差別に賛成しているので、こういうトランプの態度に対しては、アクロバットにね、日本のメディアはなんでバカなことを聞くんだみたいな感じで擁護する一方で、差別に反対すると左翼みたいなこと言い出すわけですよね。だからただのレイシストじゃんって感じですよね。はい。差別に反対するのは当然のことであり、左翼思想ではありません。はい。高市は左翼ではないですが、右翼にしてはやけに日本を売ってるなと思います。左翼ナショナリズムにはね、相当限界はあると思います。国民統合の論理としてナショナリズムを使ってしまった場合、それはね、結局右翼的な方向性に行ってしまうと思うんで、あくまで内的倫理としてしか愛国心っていうのは使えないと思いますよね。でないと国旗国家法みたいなのを擁護しなきゃいけなくなっちゃうので、はい。そこはね、問題はあると思ってます。右翼に青年日本の歌を歌わせろって左翼国家日本っていういや日本左翼国家って言ってもいいんですよ別に。だから差別に反対するのが左翼だっていうなら左翼国家ですよ。当然じゃないですか。ねトランプって基本差別主義者で嘘つきだしレイシストですからね。でみんなアジア人とかのこと見下してるわけですから、やっぱりそういう人間にこうやってね媚びを売っていいのかっていう話ですよね。はい。あんまり親米というよりはね、アメリカ依存なんでしょうね、日本の右翼の人たちって。だからアメリカにこういうこと言われて喜んじゃってるわけですからね、なんで喜ぶんだよって感じじゃないですか。バカにされてるのにっていう。なんで差別を当事者の誰かが笑ってるだけで許されるとか過剰反応だとか言えるんだろう。やっぱりそれを見つめたくないんでしょうね。陰夢中とかもたまにそういう人いますけれども、ね、当事者の人が怒ってたらね、なんでジョークで楽しんでるだけだろうに悪いって言うんだみたいなこと言うじゃないですか。いや、あなたがね、差別を助長してるんですよっていうだけの話なんですよね。人権意識がない人には首相やらないでほしいですね。レイシストにベタベタするなんて大東亜共栄圏笑いの夢を語る大和民族は立ち上がれというですねいやでも真面目にそういうこと言う人がね一水会以外にも言っていいはずなんですけどね、なんで言わないんだろうね。あたゆめさんコンカラスです。差別は論外です。日本の右翼や愛国者は外国と違って抵抗側に立ったことがないと。記者とはいえ自国民がバカにされているのに喜んでいる日本の首相ですね。ほんとこの姿は正直みっともないですよね。なんで喜ぶんだよって、この発言はパールハーバーよりある意味やばいですよね。露骨な人種差別発言じゃないですか。ね、お前んとこのね、記者はどうなんだみたいなね、言い方をされてしまったわけですから、そこに関してはね、せめて困惑するとか、怒りを示すとかっていうポーズがあってもよかったんじゃないかと思います。はい。日本の反応はこんな感じなんですけれども、それでね、ちょっと欧米の人たちの反応が気になるので、ちょっと検索してみたんで、ちょっと見ていきたいと思います。いや、ほんとせめて笑うなって感じですよね。ヤンスーさん、初コメありがとうございます。初見ありがとうございます。トランプのレイシスト発言について笑う、高市首相などの話をしておりました。はい。憲法9条が仕事をしたと、首相はアメリカの与えた憲法により日本はイランの戦争に加算化できないと説明したということで、今のところですね、さすがガーディアンという感じなんですが、ガーディアンぐらいしか言及してないそうなんですけど、日本の首相はトランプ大統領に、イラン戦争に参加できないということを表明したということで、日本の首相はトランプ大統領に対し第二次世界大戦後アメリカが日本のために起草した憲法によりトランプ大統領が望むよ
ようには海外に派遣を、軍隊を派遣する日本の能力が依然として制限されていると説明したと述べたということでですね。はい。なので一応高市さんなのか高市さんについてった高官の人たちからなのか知りませんが、憲法9条があるので私たちは派兵できませんという説明はあったようです。素晴らしい。これはですね、憲法9条が日本を守ったということでございますね。はい。ということで。いや、本当にね、今回、マジで憲法9条って効果あるんだと思ってびっくりしたっていうか、私もね、ちゃんと断る口実に使うことできるんだっていう風な、新鮮な驚きがあったんですけれども、はい。やっぱり9条はですね、日本国を守ってくれてると思います。はい。ということでですね、高市がドナルドとファーストネーム読みなのにトランプは多分高市の名前、そうですね、高市さんのこと常に首相とかね、彼女性みたいなこと言ってですね、相変わらず名前呼んでくれなかったんですよね。これもやっぱり見下しですよね、アジアに対する。はい。生前のアジア主義者は新アラブだったのだという、そうなんですよね。その歴史もなんか忘れられてますよね。田原ふっかさん、憲法9条愛してるということで、ウェンバレチャットありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。9条を働いてまいりますっていうですね。いや、首相じゃなくて憲法9条が起動したというですね。いやー、本当にね、皆さんの支持、デモとかの支えがあってのことだとはもちろん思います。高市も基本無礼だし人権意識が希薄なので差別をされても毅然とした対応ができないっていう、そうなんでしょうね。やっぱりあの人たちなんかハラッサーというか気質がそもそも人権を尊重してないから、自分の人権が毀損された時に反対できないんだろうなというふうに思いますね。教科書に載せよう。やっぱり9条あった方がいいよ。9条解約してたらやばかった。いや、ほんとね、会見してたらね、断る口実なかったと思いますよ。今頃ホルムズ海峡行ってるんじゃないですか、自衛隊。もうとっくに行ってる気がする。はい。いやだからね、なんか、押し付け憲法とかなんとか言ってるけど、それがアメリカの暴走を止めてるんですからね、効果あるじゃんっていうなんで会見する必要あるのっていう感じですよね。安倍さんの時も憲法の影響で戦争が終わった後に送ったよねというですね。そうですね。だからそう、戦時中にですね、やっぱりそう言って派兵するっていうことは絶対できないのでですね。はい。朝鮮戦争以降ずっと憲法9条は日本人の命を守って政治家の暴走を止めていますと。日本のメディアはもっと憲法9条がちゃんと日本を守ったことを報道してほしい。それはそれとして自国の平和だけは守れればそれでいいみたいな精神もちゃんと批判してほしい。いや、その通りですね。はい。もちろんね、日本国憲法全文に掲げられているのは世界の平和に貢献する姿勢であって一国平和主義ではありませんので、例えばウクライナに対する協力とかはね、それはあっていいと思うんですけども、派兵以外はね、あっていいと私は思ってるんですけど、それはそれとしてですね、こういう不当な戦争に参加しないっていうのはね、特にね、憲法9条が、言ってることでございますので当たり前やがらという話ですね。はい。山添拓の質問に対しては高圧的に肩をすくめていたトランプがトランプの前ではここまで卑屈になるっていう、なんかそのハラッサー的な人ってその自分より強い相手に対してはこうなるっていうのがなんか分かりやすいですよね、高市さんの場合はねはい。ハラスメントは良くないと思いますよ。9条があってよかったですね。いやでも安保法制があるからね、集団的自衛権持ち出されたらっていうところで崖っぷちだったのは確かですね。はい。だからあれのどこが平和安全法制なんだよっていうね公明党は反省してください。はい。高市さんが憲法9条を利用変えたいんだろうかって高市さんが自ら利用したくて利用したわけではないと思うんですけど、さすがに派兵したらやばいと思ったんでしょうね。はい。人権がなんか意識高い系の気持ち悪いものとして受け取られているのかも。そういうイメージの問題なのかもしれないですけどね。全くそんなことはありませんというか、日本国憲法はね、人権尊重をね、基本原理に置いてるんですから、憲法を守ればですね、人権を尊重するのは当たり前のことなんですよ。この辺を理解してくださいっていう。ベアテ・シロタ・ゴードンさんとか有名ですけど、フェミニストの人とかね、リベラル派の人のね、意見が結構入ってるんですよ。アメリカの押し付け憲法ですけれども。なのでね、確かに GHQ の手が入ってるのは事実なんですけど、日本が独自に変な憲法を作らなくてよかったと思いますよ、結果的にはね。はい。ですね。山添さんはなんかね、梅村みずほさん時と切り取りとかで、なんでああやって自分が正しいこと言ってるのに叩かれるの本当おかしいだと思ってますね。はい。
N100 のさん、ここからです。人権をバカにする風潮を作ったのは、あの人か、クレトモフタだっけ、ゴチエさんだっけわあ、なんか懐かしい名前ですね。なんかあの人、すごい元祖リベラル逆張りみたいな感じの人でしたよね。1冊2冊ぐらいしか私読んだことないから、あんまり下かぶったこと言えないけど、クレトモフタさんっていうね、有名な、なんか、論客の人がいたんですよ。でもこの人なんか漫画評論とかやってたんですけど、そう、なんか変なリベラル逆張りとかがすごかったんですよね。はい。今思うとすごい保守的な人だったなと思います。高市さんを総理大臣とか、政治家としてではなくアイドルとしてしか使ってない。まあそうですね。はい。人権を守ることは最低限の最低限でしょう。これならばとかアメリカ政府からの改憲圧力が出てくるかも。まあでも改憲圧力強めるかもしれないですね。ほんと気をつけた方がいいと思いますよ。はい。クレさんが霊障系の元祖なのか。まあ確かに。そう思われる、まあ、ようなことは言ってた人だと思いますね。はい。ホルムズ海峡に関しては、安倍さんが例として、ホルムズ海峡が、機雷がですね、大量にばらまかれて、封鎖された場合っていうのを挙げてたんですよ。だから、その場合、日本の存立危機事態になるっていうふうに回答していたので、そこが持ち出されるとやばいっていうような話がちょっとあったんですよね。はい。ホルムズ海峡の機雷の話、後でちょっと出しておきます。だからその答弁があったから、やっぱり岡田克也さんとかもやばいと思って、いろいろなこと聞いてたんだと思うんですよね。そうそう、安保法制に関するね、ど真ん中なんですよね。はい。安倍政権の回答。ちょっと今検索しておきます。なのでちょっと次行きますか。ザ・ガーディアンしか報じていないのが気になるが、まさにごめん、うち救助はあるからだ。高市首相がこれを口にしてイラン戦争への賛成を回避したとなれば、救助は無意味だと言って廃止を目論んでいた改憲派政権にとっては開国宣言のようなものだろうということで、さっき言ったけど、高橋洋一さんとか、なんか謎に今回の件喜んでるんですけど、これかなり屈辱的な展開じゃないですか。憲法9条によって日本が守られたんですよ。どう思ってるんですか、高橋さんは。いや、でもそんなこと言うと改憲しろ言い出すからな、ちょっと怖いんですけどね。なので、改憲構成をもしかしたらね、産経新聞とかそちら系の人たちが強めてくる可能性はあるので、左派は警戒した方がいいかなとは思います。はい。安倍晋三の忘れがたびのトラップカードね。いやー、ほんと発動したらやばかったですね。クレトモスは差別もある明るい社会とか言ってた人でさ、あ、そうなんだ。ひどい発言だな。むしろ9条の効力の強さを改めて示しましたよね。はい。ということでですね、向こうの良識派の人たちの反応なんですけれども、日本首相高市早苗氏が反応する。トランプがサプライズについて日本はよりよく知っているのは誰だろう。なぜパールハーバーについて教えてくれなかったんだというふうに説いたと。戦後米日史における間違いなく最悪のアメリカ外交失言だということでですね、向こうのリベラル派の人はですね、ちゃんと失言だというふうに解釈してくださってるみたいですね。これが570万回ぐらい表示されてるんですけど、どうなってるんだこの発言はみたいなですね、トランプはとんでもないみたいな反応が結構出てきているので、そこはちょっとですね、救いと言っていいのかわからんけど、日本に対する侮辱であるということはですね、広く伝わっているものだと思われます。はい。レイシズムであるかどうかまではね、言及して、発言してなかったですけどね。はい。差別が許されていいわけないですよね。差別する自由とか言ってる連中にはノーとか言っていかないとですね。はい。全くその通りですね。衆院の憲法審査会でこの件についてはしっかり議論してほしいですね。はい。クレトモスさんは昔もあんなんじゃなかったのに、あ、そうなんだ。
今ちょっと確認できました。これかな、参議院の当時内閣安倍の時のですね、質問で、ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する、答弁ということでですね、はい。ホルムズ海峡に機雷が敷設された状況が存立危機事態として認定されること、すなわち国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことが明らかにされることを前提とするならば、敷設された機雷はそれ自体がまさに国民の生死に関わることであるから、これを除去する必要があるし、機雷の除去はこれが敷設した場所に行かなければいけないこと、つまり自衛隊を派遣しなければならないっていうふうに回答しちゃってるんですよ。なんでこれね、今回のケースに当てはめられて、派兵根拠にされてしまったらさすがに打つてないかなっていうふうに心配していたんですけど、そういう展開にならなくて本当良かったなと思います。はい。いや、ほんときついですね。パールハーバーとか言われながらね、こういう、アメリカ側のね、ホルムズ海峡はね、お前らだって関係あるんだろう、どうなんだみたいなのをやっぱり交わすっていうのはなかなか大変だったと思うんですけど、これは今回はね、官僚の人とかがちゃんと仕事してくれたのかなと思います。教科書の文章の中で自由を行使することは難しいといったことが思い出される。いやー、本当にね、危なかったですね。この文章を見たとき、ゾッとしましたからね。やーべえ、安倍ちゃん、ここまで言ってたんだと思って。私もよく勉強してなかったから。いや、恐ろしいところでしたね。はい。なのでね、やっぱり安保法制は違憲であることが、今回明らかになったと思いますのでですね、中道さんはね、考えを改めていただきたいと思います。はい。高市批判は極力抑え、自国の大統領の差別っぷりバカっぷりに激怒して日本に同情してくれるリベラルアメリカ人の人たちは優しいなということでね、このアダムさんとかはね、本当優しい反応をしてくださってると思うんですけど、残念ながらね、あまりリベラルの中でも苦言を呈さざるを得ないような発言も見られるので、ちょっと見てたいんですが、いつもですね、日本ウォッチをしている、ジェフリー・ホールさんなんですけど、高市首相はホワイトハウスの肖像画の壁を訪れ、そこでドナルド・トランプがバイデンの公式写真をオートペンに置き換えたのを見た。高市は肯定的に反応し、ジョー・バイデンを嘲笑する画像に大笑いしているという。これはちょっと擁護しようがないですね。いやー、やってしまったかっていう。これはあんまり日本のマスコミはさすがに取り上げてないですけど、これ最悪の外交失点じゃないですかね。バイデン大統領を侮辱する、行為に関してですね、これ爆笑してるんですよ、高市さん。やばいですよね。すでにもう、ホールさんのね、このポストを含めて、アメリカのリベラルの人たちにみんな拡散しちゃったっぽいのでですね、終わったなという感じなんですがいや、高市さんだけが悪く言われるのは、なんですけども、日本としてちょっと恥ずかしいですね。ちなみにこれどういう、ものかと言いますと、バイデン大統領が、署名をするのにですね、認知症が進んでいって、それ自体差別なんだけど、オートペンを使ってたみたいなことをトランプはずっと言ってたわけです。なのでですね、歴代大統領の肖像画のところの、画像をですね、このように、オートペンの画像に差し替えてるんですよ。ね、こういう悪意あるね、差別ジョークをですね、高市さん、見てですね、この反応をしてしまってるんですよね。いやー、まずい。これは民主党に政権交代した時に政権交代しなくても大問題になる可能性があるので、今のうち謝っといた方がいいんじゃないかと思いますよね、これ。いや、そもそもこういう差別的なことをやるトランプが悪いんですけれども、はい。というですね。いやー、もう見てられない。最低すぎますね。いや、正直これはちょっと、いや、これマジなんですよ。最初ね、ほんと AI 画像じゃないかって思ったんですけどね、マジなんですよね。これ、マジみたいなんですよ。向こうがね、ホワイトハウスの公式がこれを作って、これが一部が切り取られて拡散してるみたいなんで、はい。いやー、まずいですね。本当に。
右翼の皆さんもわけはわからない戦争に巻き込まれたくなければ会見などと寝言を言うのはやめましょう。いや、本当ですよね。半年後にボロ負けするトランプ。いや、本当ね、民主党が勝った時に、これ、改めて問題にされる可能性ありますよ。その時まで高市政権があればどうかですけど、はい。アメリカの半数を敵に回している。いや、本当下品ですよね。で、日本のマスコミは多分取り上げたところで失点だとは認識しないでしょうね。スライディング土下座しても無理っていうですね。シンプルに性格が悪い。政権交代する可能性高いのに、先考えてないですよね。まあ多分ね、ノリでやってってしまってるんだと思うんですけれども、せやみたいなね。だからトランプがやってること自体が誹謗中傷差別の類なんだから、これで笑っちゃいけないですよね。いやーいや別にね、ホワイトハウスで就職するんだったらね、歓迎なんで、もう二度と帰ってこないでほしいですけど、コングラッチュなんとかフェローになってください。ですね。いやー、今ほど日本人であることを考えた日はないかもしれない。いや、私だってバイデンのこと相当非難しましたよ、ガザの件で。で、ジェノサイドやろうとか言いましたけれども、それにしてもこれはないですよね。別に高齢なのはトランプだって人のこと言えないわけだし、お前もオートペンでサインしてるだろって感じ。ちなみに、機械でサインすること自体は、別に違法ではありません。はい。大統領的にも別に問題ではないそうです。はい。AI 仕事して今から AI にしたことにしてって。まあ AI 動画であるっていうデマをばらまいてですね。高市さんはそんなことしてないぐらいしか擁護のしようがないかもしれないですね。いやまあこういう差別主義みたいなところはやっぱりトランプと一緒なんですよね。いや、断言してね、いや、民主党のそれこそ社民系の人たちがね、大統領になる可能性高いです。それなりに高いですからね。どうする気なんでしょうね。いや、まあ、その頃には高市さんいないと信じたいですけれども、謝罪しようがないっすよね。はい。鳩山環奈と石破の絵が変わりそうって、いや、ほんと自民党に例えるならそういうことしてるんですよ。鳩山さんのね、肖像画を、乗っ取ってですね、鳩の映像にするとか、それに近いようなね、幼稚なこういう嫌がらせをしているっていう、まあトランプのね、この性格の悪さが伺えるエピソードなんですけど、だからね、こういうことやっちゃいけないっていうのわかるでしょって思うんですけどね。こういう人は状況が変わったら平気で習近平になびきそうっていう。いや、実際トランプは習近平になびいてますからね。そこもどうなんだっていう話ですよね。あと、これ元投稿が確認できなかったんですけど、ゲイアーティストの高目源五郎先生の発言で、高市首相のトランプ大統領への態度やリアクションについて様々な解釈をしている英語のポストが結構流れてきます。わざわざ理由を見つけたくなるぐらいには英語圏の人々にとっても異様に映っているようです。真珠湾ジョークへの反応を挑発に乗らなかったと公式的に解釈してくれるのはまだしも、ベタベタした態度を、あれは日本の伝統文化の女性が男性権力者を立てる下流会の社法でとかいう解釈を読まされるとやめてーという気持ちになりますですね。まあ、本当その通りとしか言いようがないよ。やめてほしい。恥ずかしすぎますね。多分擁護してくれてるんだと思うんですけれども、もう擁護になってないし、擁護になってないですしね、まあ差別的なやっぱりニュアンスも含まれてると思うから、いやー勘弁してくれって感じでございますね。はい。ですね。だから小学校のいじめみたいなことをね、危機として眺めないでくださいっていう話ですよね。はい。そうですね。先日、れいわ新選組の木村さんへのね、差別的な言動について質問してましたけど、いや、でもあれもなんか変なこと言ってませんでした？ちゃんと謝ってなかったような気がする。ちょっと確認してみますけれども、れいわ新選組のですね、木村英子先生がですね、要はバリアフリーを、否定するようなですね、高市さんのですね、発言に対して疑問を先日提出されたんですよ。
ですね、それで、高市さんは、ちょっと今、発言が出たので取り上げますけれども、まあ、木村先生はですね、もちろん障害当事者ではあられますので、こういった、高市さんの言い方はどうなんだと、貴重な税金を使って修繕工事をするのがね、公邸の修繕工事をするのは良くないみたいなことを高市さんは言ったんですけれども、それはどういう意味なのかと、障害者差別ではないのかっていう、まあ、当然の批判をしたんですけど、もしも私の X ポストが木村議員を大変傷つけたとしたら申し訳なく存じますと言った上で、公邸のバリアフリーに関しては公邸に引っ越す間に私も短い間、うんたらかんたらと言って、転居を前に公邸はバリアフリー対応の改修も実施されたといった誤った報道がありましたので、誤解を生むことがないように X で発言しましたし、バリアフリー化の必要性を、否定するという意図は全くございませんという、というコメントをされてるんですけど、バリアフリー化の、ですね、必要性をちゃんと認識してるんだったら、ああいうポストする必要なかったんじゃないですか。だから、高市さんのね、配偶者のですね、山本さんが、障害があるので、そういうのでですね、わざわざ公邸を修繕しないみたいなことを言ったんですけれども、だからそういうことをですね、言わなくていいでしょって、だから障害者の人に対する誤ったメッセージになってるでしょっていう批判を当時からされていたんですけれども、はい。ですね。だからやっぱ差別主義者だよなっていう、気がしますけどね。まあやっぱりね、弱い人に対して無関心ですよね、高市さんはね、全体的に。そう、傷つけたならすみませんで、いや、傷つけたとかそういう問題じゃねえんだっていう話ですね。また誤解させたのかいっていう。だから傷つけたならすみませんでしたっていうのはね、侮辱的な発言に見えますよね。問題を矮小化してますからね。はい。まあちょっとね、暴走というかね、やっぱり台湾発言もそうですけど、勝手にそういう風に発言しちゃうっていう悪癖があるのでですね、やっぱ首相向いてないというかですね。バリアフリー化に関しても文句言う支持者抱えると大変ですね。僕らは言わないですよっていうですね。まあでも高市さんはやっぱ支持者の人にそういう差別主義的な人間が多いからそういう風に言ってるのかもしれないですね。総理なんだから言動に気をつけてくださいと注意されてまして、謝罪というより言い訳ですね。ね、まあ本当ね、高市さんは弱者切り捨てみたいなこと言うのやめてほしいですね。はい。社会的に影響力が政治家としてやっぱり首相としてですね、社会的な規範を示すっていうところでね、すごく悪い影響を与えてると思うので、やめてほしいなと思います。だからこんなので傷つくのかっていうね、そこまで言ったら本当侮辱ですよね。はい。だから高市さんだって体で悪いんだからなんで木村さんに対してこんな敵対的なのって思いますよね。はい。なぜバリアフリーの金をケチって軍事費に充てるのかっていうはい。全くその通りだと思いますが、まあそんな高市さんなんですけど、欧州のね、やっぱりね、なんか差別的な人たちは結構称賛っていうか、共感してもくれてる人がいるらしくてですね、ちょっと嫌な映像ですが、14秒だけ流します。Japan is back. So, 日本。はい。さっきの冒頭映像ではカットしてたんですけど、後半の方に合ってたのでですね、カットしちゃったんですけど、Japan is back みたいなことを言って、こんな感じで、トランプとか他の人たちに反応されたんですよ。で、これに対して、日本の首相が Japan is back と叫んだら、トランプが誇り高きお父さんのようにニヤニヤしながら立っていました。この女性はトランプの手法を研究し、そのまま実行に移したのですというですね、うわー、家父長麻酔丸出しみたいな、これを多分褒めてるつもりだと思うんですよね。この非常に気持ち悪いポストをしてる、このインフルエンサーのマリオ・ナウフルっていう人が、81万回ぐらいこれが表示されちゃってるんですけど、このマリオ・ナウフルさんってどういう人かっていうと、イーロン・マスクの友達ですね。はい。極プーチン支持者を支援するインフルエンサーナウフルを支援ということで、マリオ・ナウファル氏は、セルビア、ベラルーシ、セロバキアの指導者やロシアの外務大臣などにインタビューした経歴のなる、マガそのものといったらちょっと語弊があるけど、マガ寄りのインフルエンサーの人ですね。はい。ただそういう人はですね、こういう家父長的な、ニュアンスをここの映像から読み取ってですね、トランプお父さんの手法を真似してくれたんだみたいな、
これ褒めてるつもりなのがすごいよなっていう。でもやっぱりなんか日本のネット右翼の人たちの世界観とこの人たちの世界観って近しいんだなというのは、改めて感じられました。はい。ということでですね。いや、悪い意味で常識が違うっていう。予算委員会で総理に答弁させなかったのは何言い出すかわからないので恐れてるのも、まあそれ自民党の本音としてはそれはあると思うんですけど、そういう人を首相にしないでくださいよって話だよね。恥ずかしい。拍手するな。どこに戻るのさ。これ笑い声や拍手バカにされてるんじゃない？バカにされてるわけではないかもしれないですけど、でもなんか、ナウファルのこういう発言見てると、だから家父長的なニュアンスがあるような気がするんですよね。女性蔑視とか、アジア人蔑視のニュアンスがやっぱりありますよね。はい。ヤック先生、俺辛いです。怖くて強いどころか弱くて舐められた日本にしている自民党。これ褒めてるのか？ハイウェイだから。ですね。米国の令和さんのね、政党の問題は本当危機的状況なんで何とかしてほしいと、それはそれで思います。木村さんは支持してますが、米国の極右インフルエンサーはいっぱいで誰が誰だか分かりません。トゥルーファザーっていうことでですね。いや、ほんとね、だから、やっぱり、イーロン・マスクが X を仕切っていますので、こういうね、ナウファルみたいなインフルエンサーが、まあ、金稼ぎがしやすいようにね、やっぱりアルゴリズムをいじってるんですよね。ナウファルの投稿を、ほぼ毎日リポストしてた時期があったらしくてですね、随分仲良しですねっていう感じですけれども、はい。だから、マスクは意図的にね、こういうインフルエンサーの、主張をバズらせているので、まあ、アメリカのマガの人たちにはね、すっかりだからトランプ支持者のね、高市さんというのが、印象に残ってしまったんじゃないかなと思います。はい。カッキーカラスマさんが引用されてた東野さんの記事にはトランプを父と見出してオペッカを使う欧州政治家が紹介されていました。もうマジでクリスマス家父長制粉砕しましょうという、そうですね。だからやっぱり日本だけの問題じゃないですよね、家父長制は。まあ当たり前ですけどね、やっぱり社会全体の問題なわけですよね。はい。もちろんだってイーロン・マスクがね X を所持してますからねアルゴリズムをまあどういう風にいじくってるかもちろんなんだろう、陰謀論に接続しないように、X のアルゴリズムはね、ブラックボックスなので、どういう風にいじってるのかっていうのは分かりません。分かりませんけれども、全部ね、マスクが好きなようにいじくってるって言ったら陰謀論だと思いますけど、やっぱり極右とかね、そういう過激派が、リポストしやすいようになってるのは間違いないんじゃないかと思いますよね。はい。明らかにバズが増えてますからね。だし、実際に差別主義者とかで凍結された人のね、アカウントを復活させたりとかもこのねマスクはしてるんですよ。ほんとひどいやつですよね本当に。っていうことでですね、後でリンク貼っておきますけど、まあ、ガーディアンなどはね、ちゃんと、極右プーチン支持者とか、米国の極右っていうカテゴリーでですね、イーロン・マスクを、批判しているのでですね、日本のマスメディアとの違いを感じるわけですが、はい。よかったらね、英語ですけども、読んでみてください。ですね、家父長制にこびるから選択的夫婦別姓反対だとしかまあ思えないですよね。はい。こういうやっぱり価値観にね、背きたくないんだと思いますよね。うん。そう、レイシストが幅を利かせてる一方でね、ガザへの寄付呼びかけはインプレッションしないですからね。4月から夫婦別姓刑事というドラマが始まるらしく、タイトルからして案の定ネトウヨからプロパガンダや洗脳と言われてました。そんなの始まるんだ。それはちゃんとなんか夫婦別姓を支持してくれてる立場なのかな。なんかちょっと心配になる。日本のドラマに対する信頼度が非常に私低いので、大丈夫なのかなってちょっと疑問に思っちゃいましたけど、しかもフジテレビなんだ。大丈夫かこれ恋人を訳して以来やる気を失い冴えない日々を送っていたアラフォーデカが、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落としたはずが10年前の2016年にタイムスリップした、そんなストーリーなのなんかよくわかんないですが、まあ選択的夫婦別姓デカが始まるそうでございます。なんか差別的なことをちゃんとやらないように頑張ってくださいはい。あれ違うか、これデカ振り出しに戻るか、あれ違う、あれごめんなさい、これは別のドラマだった。失礼しました。あれさっきはクリックしたのにな。ちょっと待ってくださいね。私は別のドラマの
次元に迷い込んでいたようです。申し訳ない。あれどこに書いてあったろう。あ、これか。失礼。ですね。今なんか全然違うストーリーを読んでしまいましたけど、選択的夫婦別姓デカが放送前から批判集中、プロパガンダ洗脳の声ネットで広がる。でもこれフジテレビじゃないんですか？フジテレビが2026年4月から火曜21時枠で放送開始する新ドラマ、夫婦別姓デカがスタート前からネット上で批判を集めていると。どういう意図なんだろう。だってフジテレビでしょ。フジテレビっていう時点で全然信頼性がないんですけど、警察の内部ルールで夫婦は同じ部署に配属できないためバレれば異動の危機に陥る。そこで夫婦は、関係を隠し別姓のまま同僚として働くというストーリーで、職場では単なるバディで家庭では夫婦という二重生活を送りながら、連続殺人事件に挑む。なるほど、そういうことなんだ。なるほど。橋本愛さんなんですね、しかもね。橋本愛さんはね、ちゃんと差別に反対されている方です。はい。なんかすごい不安半分、期待半分みたいな感じですけど、どうなんでしょうね。はい。フジテレビは差別に加担しないでください。お願いします。はい。でも設定は面白そうですね。はい。いや、ほんとイーロンやティーリアルのね、テックファシストがね、本当注目を集めすぎなのがおかしいですよね。はい。すいません。AI でなんか要約記事みたいなのをね、もしかしたら捕まされちゃったのかもしれません。はい。さっきちょっと、ご情報を流しちゃってすいませんでした。ちなみに、警察の暗黙のルールを破るために夫婦別姓ということなんですね。逆説的だが結局高市がママ戦争を止めてくるわを実行したというですね。なんでしょうね。一応、救助を掲げて、戦争に参加するのを拒否したという、ことではあるんだけどね。脚本は秋元康なの？それはどうなんだ。本当だ。秋元康が、企画原案を担当するコメディ考察ミステリーっていう風に書いてある。なんかすごい評価が今下がったんですけど、大丈夫かこれ。なんかネット右翼の人が批判してるような内容にならなくないですかこれ。ですね。選択的夫婦別姓当事者的にはわざわざ取り上げてやり玉にあげられるくらいならそっとしといてほしい。なるほど。だからですね。マットマーさんコンカラスです。脚本秋元康ってどういうことなんでしょうね。妙だな。選択的夫婦別姓の取り入れ方おかしくないですか？秋元じゃんっていう、なんか一丁神感があるなってみんな秋元康でがっかりしてるな。高市、私戦争止めさせられてるわ。意地悪やな。流行りのワード使っとけっていう感じなんじゃないですかと。なんかね、いまいち期待感が持てないですね。まゆちさん、コンカラスです。夫婦別姓は庶務課で分かりそうなものですが、そこはドラマだからなというですね。だから警察はさすがにそこまでガサくないと思うので、ここまでのこういう設定だったらね、普通に夫婦だってバレる気がするんですけどね。どうなんでしょう。いやでも本当ね、外国でも2割は必要としてるし、別姓の需要をね、取りこぼしてるっていうのが全く意味がわからないですよね。はい。我々の求める選択的夫婦別姓とは乖離があるし、別姓の使い方は高市の不便に寄り添ってるんじゃないでしょうかと。なんか秋元康だし、フジテレビなのでなんか不安しかないですね。はい。すいません。なんか、期待半分、不安半分でございますが、あんまり差別的な内容にならないことを祈っております。あとですね、他のマガの人の投稿としては、トランプの実の息子であるエリック・トランプが、Great Response to Reporter History みたいなことを言ってまして、これはですね、パールハーバーの、コメントについての発言です。だからやっぱりトランプの方を称賛して、素晴らしいね、戦争ジョークだみたいなことを言ってるわけですね。もちろんトランプの息子なんで、義理の親父だったかなに、忖度した内容だとは思うんですけど、記者への歴史的返答であるとのこと、FOX でもこのノリで報じられている、この場面でゲラゲラ笑われていることをどう評価するのかは、日米それぞれであるか、そもそもジョークのネタとして最悪であろうというですね、いや、全くその通りだと思いますし、だから結局マガの人たちと共振するの本当やめてほしいんですけどはい、ということでですね、結局やっぱりそのマガ派とか欧米右翼の人たちからはですね、高市さんはですね、トランプの支持者として持ち上げてられていくのかなという感じでございました。はい。
そもそも事実婚だろってそうですね。これはただの事実婚ドラマですね。はい。いや、紹介はしてくれたって大丈夫ですよ。もちろんね。私も全然知らなかったので、ごめんなさい。ありがとうございます。はい。なんかね、全然ね、興味ある内容だし、ね、これがもう少しでもね、なんか、秋元さんの意図はともかくとして、ちゃんとね、夫婦別姓の問題を取り上げる役に立ってくれればいいんですけどね。はい。ありがとうございます。うんうん。X でこういうトピックで要約されると VTuber 関係で課題にされるのがなんか怖いですね。だからね、全然そうそう申し訳ないなんてとんでもないです。こういうね、紹介は今回フリートークなんで、ぜひともですね、ですね、なんか、こういうのもあるんだよっていう方はぜひとも紹介してください。よろしくお願いいたします。これで笑えるの全然わからない。パールハーバーで米国の人いっぱい亡くなってますよねって。いや、本当ですよね。不謹慎だと思いますよ。アメリカ人の人たちにとっても。なんでこんなことで笑えんのってだからリベラル派の人たちがキレてんのは当然だと思うんですけど、笑っちゃうんだ、マガの人たちはっていう裸足の弦ってそうか、フジテレビだったんだ。へえ、ありがとうございます。すごいな。知らなかったんで紹介ありがたいですというですね。だから結局ヤクザに寄り添ってはね、骨の髄まで絞られるだけですからね。はい。妻と見て考えるきっかけにしますということで、ギャンブルニッキさんもありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでですね。うんざりしてきたところだと思うんですけど、これとは全く違う反応を見せてる諸国の人たちもいるので、ちょっとそれを紹介したいと思いますが、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。アルゼンチンの極右の大統領の評価。いやー、あいつマジでやばいですよ。アルゼンチンハビエル・ミレイですよね。ちょっと先に答えたいと思いますけど、ミレイはやばいですよ、あれは。トランプ支持者で、イーロン・マスクと一緒になんかチェーンソーとか振り回してた人なんですけれども、最初はね、だから、リバタリアンだから、どうなんだろうねって、もしかしたらなんか3周ぐらい回り回ってアルゼンチンを改革するのではないかという期待もあったけれども、もはやなんかっていう感じですね。アルゼンチンの公的保障とかを結構めちゃくちゃにして破壊してるらしくって、反対デモとかも次々に起きてるみたいですね。はい。当然だと思いますけど、アルゼンチンペソの切り下げ、公営広告の1年間停止、開始してない公共事業計画停止、エネルギーと輸送関連の補助金の削減、アルゼンチンの政治的習慣である家族や友人との労働契約禁止、児童手当とフードカードの金額を倍増、輸入システム簡易化、公務員7000人削減、最低賃金引き上げを 30% にまで制限というですね。いやー維新ですね維新の強化バージョンみたいな、ちなみにシオニストなんで、在イスラエル大使館を、エルサレムに移転するという、政策を支持した人間でもありますね。はいイスラエルとアメリカ合衆国によるイラン攻撃にはいち早く支持を表明しております。いや高市がね、ミレイと比べたらそこまでやばいのかというの感じではあるんですけれども、どっちがマシなんだっていう究極の選択ですねミレイはでも大統領なんでやっぱ権限が強いので、アルゼンチン政府内政を結構本当にめちゃくちゃにしてしまってるので、それよりはね、高市さん、ある意味自民党がある程度抑えてるところはあると思うので、はい、議会って大事だなと思いました。はい。ですね。ミレイはロスバード、そうですね、リバタリアンとかアナルコキャピタリストのね、マレー・ロスバードっていうね、差別的な人を信奉してる人でもありますよね。はい、ありがとうございます。そう、無駄って言っていろんなものをチェーンソーでぶっ壊してやるみたいな人ですね。はい。結局、ハイエク支持者ってこんなやつばっかりですよね。快適な嘘より不快な真実を好むらしいですが、自分が快適な嘘だらけの気づいてないのかっていう
ペソの価値がゴミだしそして、さりげなく登場する岸田っていや、まあ、岸田当時首相だったから、そりゃね、握手せざるを得なかったと思いますけどいやー、20年ぐらい遅れてるしね。あれ、中央銀行廃止は結局やったんでしたっけ？はい。内務国防治安司法保健などのですね、官庁を半減させたんですよ。すげえ、それも自体すげえなって思うんですけども。はい。だからその辺、まあ確かにめちゃくちゃな改革というか、まあ、削減ですよね。を実行していること自体は間違いないですね。はい。いや、本当に維新の過激派バージョンみたいですね。はい。青葉線作君からです。高市ミレイと張り合えるレベルになってきました。まあ言ってることだけはね、ミレイと張り合ってますね。はい。アルゼンチンの貧困率ちょっと下がったんですよね。あ、そうなんだ。でも、それでみんな貧困になったからってこと？それとも、一応そのフードスタンプ政策とかの効果があったってことなんですかね。それちょっと複雑だな、評価が。普通こういう人がね、出てくると格差がね、めちゃくちゃ拡大しますからね。アダネ国家参加カラスです。一回外貨建て国債に手つけたら終わりで公共事業がまともにできなくなりますっていうですね。物流も生産も停止する可能性が高いので以前から始めている缶詰を買いだめしてます。気休めにしかならないだろうがというですね。アナコキャピタリズムは新自由主義どころではない国家の完全なる廃絶と暴力装置の民営化という過激な思想ですというですね。だからハンガリーのオルバーンとね、このハリウェル・ミレイがですね、やっぱりね、トランプを主要国でね、トランプを熱心に支持している人の代表的なね、人だと言われてますしね、まあ、民主主義に対して反対派だと言われてますよね。まあ、権威主義者ですよね。まあ、ただね、どうなんでしょうね。だから、フードスタンプとかはね、効果あったのかもしれないですけどね。だし、まあ、アルゼンチンの経済が確かに非常に良くなかったのはね、ミレイ以前の話なのでですね。はい。彼のせいのみとは言えないと思いますけど。そうですね。シオニストです。国家が省庁削減とか聞いたことない。国家は権力を増大させるために省庁とか組織を増やすイメージ。いや、だから、こういう人は、そのリバタリアンだから、基本的に国家とかを、機能を最低限にしたいっていう、まあ、市場原理主義的な思想を持ってるんですよね。はい。椿さん、コンカラスです。日本の首相がマジでやばいやつと世界に知らしめることができたので、引きずり下ろせたら国交改善ワンチャンないですね。いや、今、チャンスだと思いますよ。だからね、こういう奴らに支持されてるっていうことがもう明らかになってんだから、高市おろしのね、理由はできたと思うんですけど、いや、でも自民党はやらないよな。切り捨てられた弱者の声には本当耳を傾けなきゃいけないし、多分ミレイのせいでひどい目に遭ってる人たくさんいると思うのでね、見せかけ的に、見た目的には、短期的にはね、改善はあったかもしれないですけど、やっぱりね、長期的にちゃんと見ていかなきゃいけないと思いますよね。いや、でも皆さん生活本当不安ですよね。プラント、ディプレッションさん、ここからです。高市維新も議員削減してますしね。アルゼンチン経済自体は復活してるのか。なんかそれ評価が複雑になるな。なるほど。ありがとうございます。ハンガリーでも大規模反米、反イスラエルデモをしてますということですね。そうですね。ハンガリーもね、そろそろ政権倒れるんじゃないかっていうような話も出てますよね。はい。だからどうなんでしょうかね。まあもし、ミレイはね、もし国内で賛否両論になってるとしたら、しばらくは居座るのかなという気がしますけれども、まあそもそもやっぱイスラエルがね、イスラエルを止めてくれないとどうにもならないっていう感じですけれどね。はい。ということでですね、ちょうど、まあ、チリの話した、チリじゃない、アルゼンチンの話したんで、そこからグローバルサウスの人の反応を見たいと思います。アフリカのですね、インフルエンサーの人なんですけど、高市氏が6000マイル飛んで屈辱を味わいました。真珠湾が持ち出され、昼食がキャンセルされ、共同声明もありませんでした。まあ、これは日本側の働きかけによるものかもしれないんですけど、彼女はワシントンに行き、日本の見解を説明しに行きました。トランプはその会合でそれを嘲笑いました。日本人の 82% はこの戦争に反対しています。彼女はそれを無視していました。東京で1万1000人のデモが抗議しました。それでも彼女は行きました。今、高市さんは400億ドルの核取引に署名し、日本を歴史を侮辱したばかりの帝国にさらに近づけています。高市氏が頭を下げ、トランプが笑い、日本が支払いました。これを外交と呼ぶのです。私たちはこれを服従と呼んでいますと。
なんかグローバルサウスの人と意見が一致しますね。いうことでですね。いや、でもまあ、これがやっぱアフリカとかですね、ブラジルとかの諸国とかの味方じゃないかと思うんですよね。結局日本がまた屈辱的な服従外交をして、アメリカ帝国のね、手先になったぞっていうですね。でこういう見方がやっぱイランにまで広がるとやばいんじゃないかなというですね、日本にだけ門戸を開けないみたいなことがありえますよね。非常にやばいんじゃないかという気はします。はい。ナノクラフトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、国債発行したりガソリン補助金出したりするの、ほんとやばいですよね。ほんと一時しのぎでしかないですしね。外資企業を誘致して、それミレイかな、形だけ経済成長してるだけではないでしょうかと。ちょっとね、アルゼンチン経済についてはすいません、確認不足だったので確認してみます。ありがとうございます。あと日本を脱出できるのはほんの一握りだけで、ナチスが台頭したドイツでも事前に脱出できたのはある程度金やコネを持っているユダヤ人だけですって。そうですね。だからもちろんアインシュタインとかね、有名なユダヤ系の人たちは脱出したわけですけれども、そもそも亡命ってできる人限られてるんで、ほとんどの人は国に残らざるを得ないわけですから、やっぱり左派としてはね、愛国左翼としてはですね、日本の今の経済をなんとか守るっていうことにしたいし、そのためにはグローバルサウスの人たちと協力したいんですけど、いやー、服従したっていう風にね、見られちゃってるのはちょっとまずい、まずいですよね、これは。彼ら基本反米なので、よろしくないなと思いますよね。だから本当は平和的でも良かったんですよ。間違いなくアピールになってるから、はい、平和でも大事です。9条で戦争できなかったことが高市にとっての屈辱やぞっていや、でもアフリカの方にはね、やっぱりそういうニュアンスはわからないんじゃないですかね。高市を引きずり下ろせたとしても、もはや政権幹部は加害地外交で成功で安堵という感じなので、やめても自民が続く限り次の地獄が待っているのではないでしょうか。まあね、やっぱり自民党自体がね、どうなんでしょうね。だから高市路線をこのまま本当に続ける気があるのかっていう高市さんの積極経済みたいなのは高市さんがいなくなったらやめるのかどうかっていうところですよね。はい。ですね。なるほど。アルゼンチンの経済なんですけど、ハイパーインフレ危機からのマクロ経済の安定化には、成功して、投資主導の回復は進んでいますが、雇用消費製造業についてはあまり回復してないっていうような評価があるみたいですね。なるほど。まあでもミレイさんのね、やっぱり市場中心主義的なやり方だったらそうなるのかなという気はします。はい。トランプの、デモのことをちゃんと見てくださってるのは本当嬉しいですね。はい。ちなみにキューバもね、本当に今危機的状況なんですけれども、ひどいよですよね。今停電とかひどいことになって、欧州諸国からね、援助が来るようなね、意味がわからないことになってるんですよね。もうトランプとイスラエル対世界になってますよね。日本ではなく世界的に短期的に利益が出ることに飛びつきがちで、長期的視点でやっぱり議論できてないですよね。はい。いやね、この映像はどう見ても服従でしょうね。高市批判ポストでいいねしようとしたらガチ右翼でした。一部右翼からもかなり嫌われ始めてるんでしょうね。まあ、もともと石破さんとか支持してた人たちはめちゃくちゃ嫌ってましたからね、高市さんのこと。だから日本の保守派も少し割れ始めてるかもしれないですね。海外脱出も難しいし、国連の人権救済制度も使えそうだし、絶望的な気持ちになりますね。だからやっぱりアルゼンチンの人たちのね、一般労働者はきついと思いますよ。はい。日本も運輸やばいですけどね、長期的視点の利益っていう発想はどの国でやっぱり弱いですよね。で、こちらは中国系と思われる人の見方です。はい。このビデオが本当に明らかにしているのは日本の戦略的屈辱である。高市氏は台湾有事は日本有事だなどと言い、中国に対して日本が赤線を引いているかのように、強がることができます。しかし、その一線に裏付けされた自信は日本自身の主権から来るものではなく、日本のポピュリズムとアメリカが最終的な後ろ盾であるという前提から来ているだけです。これが日本のジレンマである。中国に対して強硬に振る舞いたい一方で、ワシントンに見捨てられないよう常に有用で従順であり続けられることを強いられています。
まさにそれがトランプ流アメリカが東京にとって非常に危険な政権である理由です。トランプは忠誠を尊重せず力に執着しています。日本がオベッカを使えば使うほど、その日本にはますます対等さを失っていきます。なぜならトランプは敵よりも帝国のペットを速やかに切り捨てるからであり、彼は尊重するのはノーという能力を持つ者だけです。つまり習近平だけなんですという、ある意味その通りだと思うんですが、これが戦後日本がパフォーマンスと依存の狭間にとらわれたままの理由であり、外見上は戦略的自立を装いながら安全保障のアイデンティティを主君にアウトソージングしています。そしてヨーロッパと異なり日本は中国に対してより深い問題を抱えており、未解決の文明的な傷跡を負っています。中国が日本を嫌うのは単に日本が親米だからではなく、日本が歴史的な規模で侵略し虐殺し残虐行為を働き、それを反省していないからなのですと。中国人にとってそれは日本を独自に軽蔑するべきものにしています。被害者に対して傲慢であり、主君に対して服従的であり、それでもまっすぐに立っていると言い張っていることですという。これがね、中国の一般的な見方ではないかなという気がしますし、いや、でも言ってること自体は正論なんだよな、という感じですかね。はい。ですね。そうですね。経済が向上しても労働者がその恩恵を受けられるかどうかはまた別の問題ですからね。はい。だから中国に切りまくってですね、アメリカにこびへつらうっていう、その態度に関して、中国はそれを嫌っているのだというですね、それはそうだろうってそれはそうだろうとしか言いようがない、感じですし、日本の右翼の人たちは、それでいいんだっていうふうに言い張るのかもしれないですけど、今の原料材料危機にあってやっぱり中国の協力が全く得られなさそうだっていうのはやばいと思いますけどね。どうなんでしょう。でも今更謝ってもな、やっぱり彼らのなんでしょうね。彼らの態度がね変えてくれるかっていう、日本に対する態度を変えてくれるかっていうと、もうそれも難しいような気がしますよね。はい。そうですね。新自由主義もトリクルダウンも夢の話ですからね。結局、ミレイさんはね、経済自体は豊かにしてるかもしれないですけど、それがね、労働者の果実としてまだ降りてきてるかっていうと、今のところはやっぱ降りてきてないわけですよね。はい。っていうところですかね。でですね、グローバルサウスの人たちは、やっぱりこんな感じでですね、日本に対して、割と冷めた見方をしてる人が、多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、イランの側はですね、公式に日本に対する欧州に対する非難はしていません。ただ、荒口外相はですね、オマーンの外相と、コンタクトしまして、米イラン合意は実現可能に見えたトランプ氏を丸め込んだということで、これもガーディアンとかも報じているので、事実だと思うんですけど、イランとですね、合意間近だったみたいなんですよ。イスラエルと、アメリカと、イランでもって核軍縮に関するですね、話し合いをずっとイランはしてたんですよ。で、真の合意の間近であってにもかかわらず、いきなり攻撃してきたと。オマーンで開催された2月6日の、仲介交渉は、うまくいき、最終ラウンドはスイス・ジュネーブで開催されたと。最新かつ最も実質的な26日の合意の後、イスラエルと米国は一時は実現可能に見えた和平を再び違法な軍事攻撃で打ち破った。衝撃的ではあったが驚きではなかったということで、なのでですね、オマーンも含む、中東諸国はですね、イランから攻撃はされてるわけですけど、それでもイランを非難あまりしないじゃないですか。それはなぜかっていうと、やっぱりイランの誠実な態度をアメリカとですね、イスラエルが裏切っていきなり奇襲攻撃を仕掛けたっていうのがもう明らかになっちゃってるからですよね。なのでですね、当然中東諸国としては、イラン寄りに、話をせざるを得ないっていうような、感じになっているようです。なのでね、だから彼らと交渉をこれからするにあたって日本がやっぱりアメリカの傀儡であり服従してるだけだっていう風に見られてしまってるのは非常にまずいと思いますよね。そういう見方をされるじゃないですか、どう考えたってこれは。まずい、非常にまずいなという。もちろんね、イスラエルとアメリカを止めない限り、この戦争がね、続く限りイランは強硬になっていくでしょうから、変わらないっちゃ変わらない
ないんですけれども、まあそれでもね、やっぱりイランを非難してる場合じゃないと私は思いますね。もちろんイランが全部悪いわけじゃないとか、そういうわけじゃないですけれども、そういう話とは違いますけれども、イランを非難して解決する問題ではないので、はい。っていうことをね、なんで高市さんは分かってくれないんだろうなと思います。アースに続いて原油も入ってきてこなくなって生活が破綻してもまだ日本国民は高市や自民党を支持するのでしょうかという。いや、ほんとね、トランプがね、合意を積極的にぶち壊したんだから、日本はね、独自の中東のパイプがあったんだから、ひょろっとまあ、翻ってですね、いや、ちょっと今回、我々は、だって背に腹は変えられないんだって言って、中東寄りの態度を取ってもいいと思うんですよね。なんでそうしないんだろうっていう。だってイランは先制攻撃を受けた側なわけだから、これがね、イランの攻撃に発端があるんだったら、まあ、擁護しがたいっていう感じになるかもしれないですけど、そうじゃないわけですから、別にいいじゃんっていう感じなんですけどね、私としては。なんかね、そこが本当わからないっていうか、今までの日本のやり方だと、だからイランともそれなりにうまくやっていってたわけじゃないですか。だからそんなアメリカべったりになる必要ないと思うんですけどね。今回自衛隊派遣させずに済んでも経済も外交もダメなのは変わらないし、おまけに閣僚のやらかしがバレたり、早苗トークンその他もろもろ不安材料てんこ盛りですね。はい。いや、なんか早苗トークン機を逃しちゃってちょっと取り上げられてないんですけど、マジでやばいですからね、あれも。普通だったら政府が消し飛ぶレベルのスキャンダルだと思うんですけれども、なぜかなんか問題になってない。他のことに、まあ日本が本当にね、ホルムズ海峡に行くかもしれないっていうような、事態になっていてですね、もう早苗トークンどころではないっていう感じになってしまってんですけどね。いや、本当早苗トークンだけでもね、政権が吹き飛ぶレベルの不祥事だと思うんだけど。はい。どこまで行けば日本って自民党でやばいって気づくんですかね。いやー、でも日本のなんか自民党は自民党だから支持されるみたいなね、権威主義がやっぱ高まってますよね。権威主義的なやっぱりそういう傾向が改善されない限りは治らないのかなという気がしますよね。日本に独自のパイプがあったとしても高市はそれに気づいてなかったとしたら、高市日本の強みとか良いところとか全然分かってないのではないかっていや、ほんとそれなんだよな。そもそも中国と一番パイプがあった政権って自民党ですからね。だから中国とも中東ともそれなりにパイプがある、それなりに外交ができるっていう前提があるから政権担当能力は自民党にしかないっていうような、まあ一部の人たちの論理がね、まかり通ってたわけだし、それはある意味事実ではあったわけですよ。二階さんとかね、親中寄りのね、でかい、権力を持っている政治家がいたわけですから、でもまあ彼はいなくなったし、だから親中派が一掃されちゃったわけでしょ。だからね、今の状態だともう自民党って中国とかイランに対するろくなパイプを持ってないって自分から切断しちゃってるのでろくなパイプを持ってない政党になり果てちゃってるわけだから、正直政権担当能力が疑われるっていうところですよね。はい。やっぱこちらの人こそ俺深刻に考えてほしいなって思いますね。わさビーフの原産も高市のせいかって言ってる高市支持者が来て、でした。世界がどう見えてるんでしょう。いや、ある意味高市さんが悪いですからね。だからイランとね、まともに外交できないっていうのはね、高市政権の責任がやっぱ大きいですよ。はい。いやまあ、ある意味だから戦争に救われてるとは言えるんでしょうけど、でも戦争がやっぱりとどめさしてる感はありますよね。鳥取の自民党議員がアラスカから原油輸入できるようになったから今回の訪米成功や、もうそんなこと言ってるやついるんだ。成功じゃないですよ、全然。これからそれ説明します。はい。権威主義を直すってのもまあ途方もない話なんですけど、まあ日本はね、かろうじて権威主義国家ではないので、どれぐらい自民党の権威っていうものを信じてる層がどれぐらい強固にいるかっていう問題ですよね。まあ2、3割はそういうもう人たちだと思います。どうしようもない、自民党でなきゃダメだっていうふうに思ってる人たちだと思うんですけど、ただ、高市さんに支持したまあ6割、7割ぐらいの日本人全員がそうだとは私は思ってないので、その辺だと思いますね。
だから線形担当能力ってのも謎の能力ですよね。何を根拠に言っているのかと。ただ外交パイプっていう意味だったら確かに自民党強かったんですよ。強かったし、根拠もあったんだけど、もはやないと思いますね。はい。いやー、でもイスラエルについていくのは本当地獄への道なんでね、私、もちろん道徳的にも絶対許せないですけど、やめた方がいいと思いますよ。破滅しますよ。はい。そもそもそんな重要なパイプがどうして一人に集中してるのか、そもそもそうですけどね。はい。だから結局二階さんとか公明党によりの人とか、そういう人たちに結構自民党は頼ってたんですよ。でも、今回公明党も切断して二階さんもいなくなって、二階派の人たちも軒並みいなくなって、どうするんですかっていう話ですよね。はい。だからね、本当アラスカから原油入れればいいってもんじゃないですからね。そう、無関心層をやっぱりどう取り込むかではある。確かにそれが一番重要なことではあるんですよ。それが重要なのは確かなんですけど、別に右にウィングを広げたからってね、自民党以外に投票するかっていうと全くそんなことはないということが今回明らかになったと思いますので、はい。いかにリベラルでね、自民党ではない政党っていうのをアピールしていくかっていうことに頑張って集中していただけないかなと思います。はい。外交面でアメリカ側に一気に傾いたから小泉政権からだっけ、夕刻のラスプーチンでそんな感じに書かれてた。あれ、佐藤勝さんの本ですよね。あれ私、伊藤淳二先生は好きなんですけど、あれはどうなんだろう。でも、確かに小泉政権から傾いたのは確かでしょうね。はい。いや、高市さんは批判すべきではないみたいなのは完全に権威主義なんでね、ほんとそう思っちゃってる人はね、考え直してほしいです。民主主義者の考え方じゃないので、それ。なんかね、ふんわりした指示なのかと思うと意外と強固ですよね。はい。真ん中を取ればいいんだという話違います。はい。でですね。ですね。ということで、今のアラスカ原油のちょっと話をしたいと思います。皆さんこれ不安に思ってると思うんですけど、本当に不安というか、私もちょっとね、調べれば調べるほど結構絶望感深いんですよね。解決不能なんですよ、これ。アラスカ原油で脱中東だみたいなことを、高市さんの支持者の一部の人たちが吹き上がっているんですよ。日本のエネルギー安全保障上大変意義が大きいとの声がありますが、数字を追ってみると外交的には合理的である一方で、エネルギー安全保障については量的に成立しにくいっていう。アメリカに追従するのがいいとか悪いとかそういう問題じゃないんですよ。量の問題なんですよ。アラスカの原油生産量ってそもそも大したことなくて、1988年の日量200万バレルをピークにほぼ一貫して減退し続けてまして、今は日産40万バレル程度だっていうふうに言われてます。はい。で、日本のですね、火の生産量っていうか日本の消費量を考えると全く全部を日本に当てたとしてもあんまり当てにならない額で、しかもですね、なんだろう、これは全量であって、全体ほぼ全てが、だから日本の全生産消費量の2割ぐらいにはなるんですけども、全量をもし当てたとしたらね。でも現在はほぼ全てが米西海岸の製油所に向けて出荷されており、輸出に回せる余剰はゼロほぼゼロというふうに言われてまして、無理なんですよね。そもそも少ないし、全部を日本宛てに回ってたとしても2割しかカバーできないんですよ。無理でしょ。どうすんだよこれはっていう。だからまた産経新聞はね、日量こんなにあるから大丈夫だみたいなことを言ってるんですけど、全然そんなことはございません。はい。ですね。なので、増産計画はありまして、ピーク日産量をですね、どんどん増やすぞ、2倍に増やすぞみたいなことを、トランプ政権は言ってるんですけど、29年初頭ぐらいから、生産をですね、増やそうみたいなことを言ってたわけです。29年ですか。あと、今26年ですから、あと3年ぐらいありますね。どうしたらいいんでしょうね。はい。
ということでですね、量的ギャップは圧倒的です。8000万バレル空いている穴に対し、アラスカの増産分は年間数百万バレルがせいぜいであり、埋めるのに何年かかるかわからないという結論になっています。しかも LNG に関してもね、それもアラスカ方面で期待されているんですけれども、最速シナリオでもですね、やっぱり29年ぐらいからじゃないかっていうような、話でございまして、無理だろっていう、3年間どうすんですか、3年間霞を食べて生きていけっていうんですかっていう、ちょっとそういう話ですね。はい。ということでですね、自民党政権で石油危機なのにイランと交渉すらできてないし、外交に関しては他の政党に関しては可能性あるかもしれない。いや、本当ね、政権交代してほしいですね、こうなったら。いや、もう、だから、なりふり構ってられないから、イランと交渉できないんだったら、公明党とね、またくっつけとか、そういう話になりますよね。はい。ガースに取りなしを頼んだがダメだったと聞いたことあります。高市総裁の時に公明党はね相当ぶち切れてるので自民党と基本的にそういう協力はしないと今のところは言ってくれてますね。はい。日本海溝のレアアースぐらい先行き不安。来上がってますね。祝祭モードでしたって。ほとんど出がらしやんけ。電力不足で夏になったら直接戦争しなくても命の危険があり。いや、本当にそうなんですよ。だからシャレにならないですよ。はい。新潟に原油があるなんて、原油はないだろう。レトウヨっぽい YouTuber 見てると、多関東大震災の時のルフによる虐殺とか、太平洋戦争中の思想弾圧と同じ雰囲気を感じて怖いですっていうですね。いやー、本当にね、こういう話をちゃんとしなきゃいけないと思うんですけど、どうすればいいんだっていう。産経新聞らしい神頼みの奇跡の論理。アラスカの原油はですね、一応生成は可能です。こちらの記事によりますと。比重は、アラビアンオイルにちょっと近いので、アメリカで普通に取られてる原油って軽すぎて、硫黄分が少なすぎるので、生成しにくいっていう、科学的性質があるんですよ。なんですけれども、アラスカオイルはちょっとアラブ寄りなので、やりやすいとは言われてます。なのでですね、ただですね、そういう問題じゃないんですよね。量の問題なんですよ。量的ギャップな問題なんで、だから質的なギャップを、日本のね、優れたスーパーね、日本すごいな技術ですぐに解決できたとしても、中東から置いてる、やっぱり 95% のオイルが中東寄りだったわけですから、どうすんのっていう、やっぱ話になっちゃいますよね。はい。なのでですね、カナダとかね、いろんな想定も出ているんですけど、いろんなだね、結局、量の圧倒的な差がそれを補ってあまりありますと、アラスカからの象徴的投資にとどまらず、カナダとの供給関係構築も並行して進め、それでもですね、やっぱちょっと足りないという感じですね。はい。で、先ほどから言ってる電気の問題ですけど、日本のエネルギー安全保障における真の脆弱性は原油ではなく LNG にありますと。原油の備蓄は254日分ありますが、LNG 在庫は約3週間しかありません。ホルムズ海峡封鎖が長期化した場合、先に破綻するのは LNG から電力のゲートであり、原油ではありません。LNG の恒常的脆弱性はさらなる輸入拡大をさせることも検討という程度の扱いにとどまっていますが、この優先順位の逆転こそ最も議論すべきではないでしょうかというところですね。はい。だからどうすんのこれっていうですね。だから電気もない、ガスもない、原油もない、油もないってなると、もう干上がってしまいますよね、日本が。だから254日の備蓄逆に言うと254日しかないわけでしょ。だからそれまでに何とかして解決しないと、もう罪ですよね。どうすんのっていう。正直私もこれはどう解決していいか分かりません。イランと交渉するしかないと思うんですけど、いや、ほんとね、だから今でも荒口さんの通り土下座しに行けってお前らっていう感じなんですよね。はい。夏場に冷房部屋を作るよう市に要望したいです。この際、野党全部一つになろうじゃないと小選挙区で勝てませんっていうね。いや、でも今すぐ選挙になるんだったらそれしかないかもしれないですね。いやー、でもね、高市さんの、だから、エネルギー政策に関しては、本当にね、早く手を打たないと手遅れになるから、なんとかしてほしいですけども、いやー、なんかな、やる気あんのかな。はい。ほら、こんな日本嫌だ。
計画停電まで進むかどうかはまだ不透明ですけど、このままね、なんか日本がイランを非難みたいなこと言って、イスラエルを放置してったらね、結局そうなる可能性はありますね。ベネズエラを破綻させたマドゥロを思い出させるんですがって。マドゥロさん喜んでんのかな、ベネズエラサッカーで勝ったけど。イランに土下座。ナフサがないからレコードもねって。でね、CNN がですね、なんか急にどうしたっていう感じの記事を出してますので、ちょっと紹介したいんですが、米国が始めた戦争で生じた経済的苦難を頼んでもいない各国が耐える羽目にというですねいや、CNN 随分日本の気持ち分かってくれるじゃないですかっていう、感じなんですけど、イラン戦争は経済学者がブラックスワンと呼ぶ現象、つまり誰も免れることのできない予期せぬ壊滅的打撃をもたらした、物理的破壊を伴う戦いが中東で展開され、数百人の民間人が死亡した一方、経済的激震がペルシャ湾から外へと広がり、事実上全ての旧人類全ての人たちがその影響を受けようとしていると。エネルギーショックは今週、イランがカタールの液化天然ガスの拠点を攻撃したことで激化した。これは世界最大級の天然ガス田であるイランのサウスパース関連施設をイスラエルが攻撃したことによる報復であるということで、結局イスラエルのせいなんですよ。イスラエルがイランのガス田のサウスパースっていうですね、絶対に攻撃してはいけないっていうね、イランの生命線であるところを、爆撃したんですよね。で、それをイランが報復としてカタールの液化天然ガスのですね、超巨大拠点を爆破しましたので、結局ですね、LNG がないよねって、どうしましょうみたいな、話になっているわけです。はい。なのでですね、もちろんイスラエルは中東から一切エネルギーを輸入していないので、めちゃくちゃ仲が悪いのでですね、ほとんど輸入してないと言われているので、彼らはね、知ったこっちゃねえよみたいな感じなんですけれども、アメリカもね、結局、原油とかに関しては自活できますから、大して気にしてないわけですよね。で、一番打撃を受けているのはアジアであり、パキスタン、タイ、フィリピン、バングラデシュで、全土で、ですね、やっぱりエネルギーに対する問題が生じているということですね。中国は比較的、イランとね、仲良しなので、害を免れているし、自活もできるわけですけれども、やっぱり化石燃料の価格上昇の影響は大きいとは言われてます。はい。なのでですね、関係ない我々が一番、関係ないって言ったらあれかもしれないけど、一番ね、ダメージを受けているという状況ですね。はい。ですね。だからワーナーの傘下なんですよ、CNN。そう、ありがとうございます。だからね、それでこの記事を出してるのすごいですよね。火の玉ストレートですよ。マスコミに日本のマスコミにも見習ってほしいですね。この見出しはなかなか書けないでしょ。米国の戦争でね、頼んでもいない各国が耐える羽目に言ってね。いやでもね、これがね、他の、国の人の意見を結構代弁してくれてますよね。頼んでもいないわ。たとえ生まれ育った国だとしても今のご時世じゃ恥しか書かないし嫌気がさしますね。なぜか旧知の日本メディアではなく CNN がこの論調って農村部の人には薪ストーブ利用減税するしかないのか。やっぱり中国と協力できないの相当痛い。いやほんと日本にとってはめちゃくちゃ痛いですよ、正直。はい、大打撃だと思いますよ。はい。で頼みにもいけないような雰囲気だしね。湾岸戦争により原油供給が混乱し、日本の製油業者はさらに操業を削減ということで、ロイターの方が日本の危機的状況を真剣に報じてくれているという謎の状況が生じているんですけど、日本のガソリン在庫が 10% 近く減少、ジェット燃料在庫は 3% 減少、灯油株が 12% 下落、ディーゼル株は 1% 下落、大手会社が保有する NNG の備蓄量は212万トンから230万トンに増加した。少し備蓄を貯めてきているということですかね。日本のガソリン価格は1リットルあたり190円が平均であると。補助円で30円ぐらい出すつもりらしいけども、ショックをどれぐらい緩和できるかはわからないという。日本政府はアラスカからの原油調達を検討しているというですね。ロイターのまとめの方が日本の危機をちゃんと表してくれてるってどういうことなんですかねこれは。これ朝日新聞とかが無料で毎日報じなきゃいけない話じゃないんですか？はい。
で、ロイターは引き続き、危機的状況をですね、報じてくれてるんですけど、米国とその同盟国の供給状況努力にもかかわらず、石油が、減少し、ホルムズ海峡封鎖の状況は崩壊したと。ヨーロッパ諸国、日本はホルムズ海峡の確保に協力する用意があるとは言ったが、クウェートは石油精製所が一夜にして攻撃されたと。生産に障害が出ているためエネルギー価格が急速に反転する可能性は低い。現場では依然として市場が逼迫しているという事実が残っているということで、経済的にもですね、やっぱり欧州、米国、いろんな、欧米のいろんな人たちがですね、やっぱりやばいと、言っているそうです。ドナルド・トランプはイスラエルに、イランのガスインフラへの攻撃は繰り返さないよう、呼びかけたが、ベンヤミン・ネタニヤフはですね、私たちは単独で行動し、イランには弾道ミサイルの製造能力がなくなるまで戦うみたいなことを言っているというもう誰か世界のためにこいつを止めろって本当にだからもはやトランプでさえ制御できないという状況になってるわけですよね。だから世界中の人間が世界中の国がですよ、イスラエル大使をペルソナノングラータで追放するとかやっぱり措置がもう必要じゃないかと思います。もちろんイスラエルに対する経済制裁も必要だと思うし、ずっと私はやると言っているんですけれどもイスラエルの一国の都合で世界を破壊するってどういうもう信じられないっすね。はい。イスラエルとアメリカが迷惑かけた国に賠償金支払うとかしてほしい。いや、本当にね、本当にそうですよ。イスラエルから金欲しいわ、私。どれぐらいね、彼らのために、ガザの人に寄付したりとか、いろいろやってるのかっていう話ですよね。1兆円ぐらいくれ。日本のマスコミはオルタナティブメディア以外は利権とかに切り込んでいきにくい傾向があるから情報が広がりにくい。いや、そうなんでしょうけどね。やっぱり経済的に危機なわけですから、経団連動いてほしいですけどね。だからいつも通りガソリンじゃんじゃん掴んでくださいみたいなこと高市さん言ってたじゃないですか。やばいですよ。絶対ダメでしょ、これ。だから需要を抑制しないと、いつ破綻するか分かんない状況に陥ってるんですよ。備蓄でしかないんですから。なんでそんなこと言っちゃうのって思うんですけど、高市さんだからとしか言いようがないですね。そう、高市さんにはメンツがあるから、節電しろとかね、節約しろって言いにくいんでしょうけど、でもメンツでね、そんな大日本帝国じゃないんだから、メンツで死にたくないですよね。やっぱごめんと言えない人とね、イスラエル、アメリカにノーと言えない人に権力を持たせちゃダメですよね。日本人民のためではなく、メンツで行動してますよね。省エネ節電呼びかけるか、イランに謝るか、どっちかしろと。頼むシェンロン、願いを叶えるため、トランプとイスラエルを止めてくれっていうですね。いやー、私、地上波に出たら毎日この話しますよ。普通に。イランに謝罪してください。なんとかして荒口さんがまだね、イスラエルに暗殺される前に、なんとかして彼に謝罪して、許してくれって、日本は、全力で、なんだったらイランに金やるでもいいですよ。戦争の賠償とかするから、イスラエルを止めてくれって、なんとかしてくれって、もうカタールとか攻撃しないでくれって、エネルギー安全保障なんとかしてくれって言いに行けますよね。だから、それしかないと思うんだけどな。そうですね、日経の論調がかなりね、反高い位置になってるので、経団連はかなり見直しはかけてると思いますね。備蓄に手つけてんのにね、燃料なくなる前に退陣して新市場のせいでエネルギーないなったっていう話にする気なのかなって。ちなみに、TBS のね、政権忖度で悪名高い N スターでございますが、これ流しませんけど、トランプ大統領のお土産は日本に還元されるのかということで、今回約束してきたことでですね、土地、水、電力、エネルギーなど規制面の対応に対して、日本はですね、資金を日米共同のプロジェクトに投資するのだということで、右にちっちゃくこれマークが書いてあるんですけど、これ何をする気かっていうと、小型のね、原発をね、たくさんトランプ建てたいらしくてですね、小型原子炉みたいなもんを、このようにですね、作りたいらしいんですよ。アメリカ国内に。これはアメリカが作るんだったら正直勝手にしろみたいな話なんですけれども、なんでこれに日本が投資しなきゃいけないんですかね。
何このエネルギーとか電力をこっちに融通しろっていう話なのっていう、まあ意味がわからないんですけれども、まあなんか AI 向けデータセンターに必要な電力を賄うためにですね、アメリカはこういうものをたくさん作りたいらしくて、それのために、まあ日本がですね、兆円単位の、11兆5000億円の投資をするということを約束する見込みだそうでございます。こんなことしてる場合なのっていや、本当に、いい加減にしてくれっていう。だから、こういうことをしたとしても、別に、ですね、アメリカのオイルは日本に流れてこないですし、日本のエネルギー危機はですね、解消されないんですよ。だから、そんなこと報じてる場合じゃないと思うんだけど。いやー、本当に。日本政府のせいで節約したくないので土下座外交してほしい。私に恥をかかせるなと言いながら世界の真ん中で自ら恥にキックしたい。アメリカに投資するよりイランに賠償した方がよっぽど血税が生きると思います。いや、本当にね、イランにお金払えよって話ですよ。自分さえ良ければいいという考えを持った人がね、世の中を蝕んでいる人しか気がしてならないですね。まあそういう人がやっぱり政府とかになってる、政府とか、まあ大統領とか権力者になってしまってるのがね、非常にまずいと思いますね。壊しやすそうな原発。これ日テレじゃないですよ。TBS です。はい。残念ながら。いや、TBS の中でも一番右寄りの論調だと思うんだけど、それにしてはちょっとひどいですね。今報じることか、これっていう、ちょっと内容だと思ったので、あえてあれしちゃったんですけど、まあ、結局でも専門家の発言としてはね、国内への日本への還元っていうのはですね、少しずつ減っていく方向になると思うみたいなこと言ってて、何の意味もねえじゃんっていう感じですね。いやー。まあアメリカに向けてね、大規模投資をしたいみたいなことを考えてる人はね、それはウハウハみたいな感じになるんでしょうけどね。前向きになれるじゃないよなっていう。なんでトランプのわがままのために日本がお金出さなきゃならんのかっていう。自分さえ良ければいいイコール新自由主義。まあ新自由主義のやっぱ考え方が根底にありますよね。はい。さすがに高市もイランと中国に土下座もせず、イスラエルとアメリカに切れず、日本国民は給油控えろとは言えないんでしょうけど、本当は両方やるべきなんですよね。はい。で、まあ、イスラエル様の、発言なんですが、対イラン戦争計り知れぬ典型である、長引かせ被害を拡大すべきだと、やっぱり生きていたネタニヤフは言ったそうです。中東を巻き込む戦争が始まってから、中東を巻き込む戦争じゃなくて一方的な侵略戦争だろって感じなんですけど、イスラエル国家安全保障省のエルキン議員は、米イスラエルによる対イラン攻撃はイスラエルにとって計り知れない典型であるなどと述べたと。まあごめんなさい、ネタニヤフ本人の発言じゃないけど、リクード党のエルキンという人が軍向けのラジオ局の番組で議論の焦点は戦争がいつ終わるかではなくいかにして戦争を長引かせ被害を拡大していくかにあるべきである。軍事作戦の一日一日が国家としてのイスラエルにとって計り知れぬ典型であるということで、まあイスラエルってね、当たり前ですけど中東諸国からめちゃくちゃ嫌われてるのでエネルギーの融通とかされてないんですよ。だからまあ独自に欧米からねそうやって輸入したりして賄ってるので、今回の戦争によるダメージは少ないというふうに言われてるんですけど本当滅びた方がいいと思うこの国はいやイランに住んでるイスラエルに住んでる人たちに対しては何のあれもないけど、この政府には滅亡してほしいですね世界の敵でしょもはやだからなんで自分たちがなんかイランをねやっつけたいみたいな願望のために世界中を破壊しようとするんですかね。この人たちは何を考えているんですかマジでまあという話をね、ガザ虐殺をこの人たちが始めてからずっと言ってるんですけど、なんかみんな聞いてくれないから結局こういうことになってるんですよね。はい。いや、お前が始めた物語だろっていうね、本当ですよね。何なんだよ、こいつらはよっていう。はい。EBS は報道特集から N スタまであるのでね、やっぱ一枚岩じゃないですね。はい。何言ってんだお前らが仕掛けてんだろどういう神経でこういう発言してんだという。でも今回はね、トランプに貢ぐためにやってるわけじゃないですよ、イスラエルは。自分たちのためにやってますから。はい。本当に一番イランをね、やっつけたいのはイスラエルなので、だからイランの体制を崩壊させて、まあ自分たちのものにしたいっていう願望があるわけですよね。まあそうすればエネルギー問題なんて解決するんだから、やればいいじゃん、やれるとこまでやればいいじゃないかって、核兵器だって打ち込めばいいんだぐらいにしか思ってないんですよ、彼らは。まあ人道の字の字もない人たちなんで
まあ、たとえ核兵器を撃ち込まれても、今のままだったらイランはなんだかんだ言って、まあ、ゲリラ的に抵抗を続けると思うので、革命防衛隊は。ね、体制転覆とかならないと思いますけどね。はい。秋野亮さんがオカラスです。戦争の目的が継続的暴力っていうのを前っていう。でもこの発言、イスラエルの全てが現れてますよね。なんか継続的な暴力のために戦争をするっていうですね。まあ、基本的にパレスチナに対してはそういう態度なわけですけど、はい。だから、まず暴力振るって支配したいっていう願望が先にあるんで、何言っても無駄なんですよね。うん。だからアメリカがバックにいることがね、彼らの力の根源なわけだから、やっぱアメリカが対外投資を引き上げるとか、イスラエルに対する援助を全て打ち切るっていう形で対応するしかないんですよね。はい。まあ、それができないからこうなっちゃってるわけなんですけど、まあ、そうですね、最悪ネタニヤフに退任と引き換えにね、今までのこと全部明晰するわっていうね、最悪ですけども、まあ、そうせざるを得ないかもしれないですね。それぐらいやばい状況になってきているので、他国にいつも自分たちが仕掛けた戦争攻撃を仕掛けてるくせにっていう、入植者根性すごい。もうイスラエルは止まらないですね。でもほっといたらこの人たちは本当に止まらないと思いますよ。戦争のために戦争してる人たちなんで。まあ支配欲、覇権主義、利権の複合ですよね。だから宗教とかも全然関係ないですよ。はい。イスラエルはイランから音がしなくなるまで破るだろうっていう池内聡さんですが、イスラエルはイランの高官を軒並み暗殺して、イランが停戦するともしないとも言わなくなったら停戦を勝手に宣言し、それに欧州や日本が湾岸アラブが同意して後始末に金と人を出すという流れになると。その後のイランからの攻撃はテロとみなして定期的に総動作戦をイスラエルがやるのを支持するというですね。まあ、イスラエルが池内さんって基本保守派の人なんで、イスラエルが考えてるですね、プランとしてはこれはあり得る話じゃないかなという気がします。だから、イランのですね、今、大統領とかもそうだと思いますけれども、みんな高官を暗殺してしまって、まあ、イランがですね、停戦できないような状況に陥った時に、一方的に停戦を宣言し、まあ、その後始末は、なんかね、ヨーロッパとかアメリカが勝手にやれみたいなですね。基本的に自分の戦争の後始末をしない人たちなんで、だからホルムズ海峡をね、封鎖されて困ってんのはお前たちなんだからお前たちがやれっていう考えですよね。まあ私はイスラエルの政府の方が滅んだ方がいいと思ってます。はい。いや、イランの政府も大概だけどさ、さすがにね、世界をこのような状態に引き込んでいるのはイスラエルの方だと思いますので、はい。ということでですね。だから本当にね、超ベリーバッドですね。本当に。だからなんかな、本当イスラエルを放置してたらね、この世が終わってしまうのでですね。だからもう、せめて本当イスラエルを止めてくれよっていう。まあ、イスラエルはね、だからイスラエルに対して、その欧州とか、そのイスラエルのですね、要は、あれを支えて、エネルギー需要を支えてる人たちが必ずいるわけじゃないですか。彼らだって自活できる国じゃないはずなんで、だから彼らが経済制裁してイスラエルを干上がらせればですね、多分戦争しないんですよ。さすがに限界っていうものがあるから、イスラエルにだって。だからね、欧州のね、人たちが欧米の人たちがやっぱ動くしかないですよね。まあもちろんアメリカが直でね、輸出する分には、なかなか止めがたいものはあるかもしれないですけれども、はい。っていうとこですかね。ただですね、まあちょっと、まあこういう本当疲れてきたけど2時間ぐらい話したので、ちょっとですね、休憩してから、最後ですね、これに対する対抗に対して喋っていきたいと思います。はい、失礼しました。よかったらチャンネル登録、高評価と引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。呪術師はね、呪術で戦ってないでトランプやネタニヤフと戦うべきだった。
いやー、ほんとね、なんか、こんなわかりやすいフィクションの悪役みたいなやつ、どうすんだよっていう。まあそうですね、映画の搬送配信とかね、なんか、まあちょっと急速的な、パリエト、おすすめありがとうございます。ね、配信とかした方がいいかもしれないですね。なんかこういう状況なので、まあ夏とか秋まで本当厳しいかもしれないですね。はい。ですね。そっか。イスラエルに今協力している国はですね、アゼルバイジャンですね。アゼルバイジャンと、まあ、トルコの、やっぱり経由の、輸入が多いので、ホルムズ海峡のですね、直接通らないルートで結構、まあ、来てるわけですよ。まあ、ただですね、まあ、イランは、ハイファの製油所とかも攻撃してるし、トルコがね、これ以上イスラエルが暴走すると、もしかしたら、原油の融通を止めるってなるかもしれないので、だからトルコはね、こういう、なんか口先ではね、イランを支援するようなことを言っててね、結局、こういうことでね、イスラエルを支援したりしてるのが、ほんとずるいところなんですけれども、だからトルコの J ハン港っていうところからね、結構船舶が出てるらしいので、まあ一応貿易は今禁止にしてるのか。ですね、貿易は一応公的には禁止にしてんだけど、アゼルバイジャンからトルコ経由で、まあ、石油を輸入してるっていうことなんで、これをね、トルコが力ずくでなんか止めるみたいなことをしてくれればですね、もしかしたら止まるかもしれないかな。だからな、やっぱりな、こういうところの見逃しというかですね、なんていうか、イスラエルを暗に許してる何かがあるわけですよね。まあ、アゼルバイジャンはね、ずっと新イスラエルなんですけれども、そういうところから、ですね、エネルギーの融通が効いてしまっているわけだから、まあ、ここをね、やっぱり断ち切らないと、ずっと暴走し続けるわけですよね。はい。ですね、ガラスマさんの好きな映画気になる。たまに映画感想とかやってるので、よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。自分だけ石油に困らず一方的に石油を止めてるっていうですね。いや、そうなんですよね。だからホルムズ海峡を止めてもあんまり困らないから、やっぱり強気に出てるわけですよね。大学の公開講座で平和学があるので受講してみようかと思ってます。おー、素晴らしい。ありがとうございます。いや、やっぱり悪に対してはね、何かしらの制裁が必要ですよ。悪人はね、別に言っても聞かないから悪人なんで、懲罰っていうものに対して賛否はあると思うんですけど、イスラエルみたいな人たちに対してはね、やっぱり制裁が必要だと思います。はい。で、ごめんなさい。今ですね、まあ今、皆さんまあ知ってらっしゃるし、参加をしてくれてると思うんですけど、ですね、最後に、日本の抵抗運動についてちょっとご紹介して終わりにしたいと思うんですが、イラン攻撃を許さない子供や市民を殺していい理由などないということで、永田町の国会周辺で抗議デモが行われました。米国とイスラエルによるイラン攻撃への反対などを訴える抗議デモが、東京永田町の国会周辺であり、1万1000人が集まったということでですね、すごいですね、8000人をさらに超え、3000人超え、1万1000人。すごい。普通に平日のデモで1万人超えましたよ。いや、でも、ほんとすごいっすね。はい、まあこんな感じでもうデモ列が途絶えることなくですね、ずっと続いてたみたいですけれども、はい、主催者発表で1万1000人だそうです。素晴らしい。はい、ちょっと私もすいません、用事あったので参加できませんでした。すみませんでした。札幌でもね、もう200人ぐらい集まったそうです。そしてこれがですね、なんか、イスラム圏のですね、方が、ですね、リポストしてくれてるんですが、これは単なる1万1000人の抗議ではなく、これは沈黙の国民の反乱の始まりだと思います。このデモは戦争反対、憲法の擁護、そして国民の力の表現として現れました。首相はワシントンに行って屈服の準備をしているということですが、国民は自国に留まり抵抗を続けています。データによると 82% の人が戦争に反対しており、1万1000人が街頭に出ました。
これらの数字は嘘をついていません。一方、高市首相はカメラの前で微笑んでいますが、もう一方ではデモ参加者が自らの立場に固く立ち続けています。この首脳会談は単なる写真撮影の機会に過ぎず、真実は街頭で行われている抗議の方です。日本の未来はワシントンではなく、これらの通り、これらの人々、これらの情熱の中にあります。1万1000人が明確に拒否を示し、数百万人が同じ思いを抱いているのですと、いうことでですね。いや、やっぱりなんかそのね、ブリックスとかそのですね、中東の人からですね、こういうふうに好意的にリポストしてもらえるのは大変嬉しいことですね。はい、ありがとうございます。なので、やっぱデモはね、めっちゃ効果ありますよ。海外の人にね、こういう反対派の人もいるって示すことできますし、まあ、今回ね、朝日新聞がね、82% という数字を出してくれたおかげで、一部の人たちのね、主張ではないっていうことも伝わってるわけですよね。はい。素晴らしいことだと思います。はい。ですね。そう、だから霊障とかしてる場合じゃないですよ。皆さんデモに参加しましょう。そう。今回日テレは報じたみたいですね。地上波ニュースでね。前回のデモではろくに報じなかったですからね。何考えてるのって感じですよね。はい。プロテスト必要ですよ。クソデカペンライト買いました。おー、素晴らしい。もっと全国に広がってほしいですね。そうですね。リモート参加でも本当はね、東京の方に参加できたりとかね、いろいろやりたいですよね。YouTube ライブの視聴者数も中に入ってるんだ。配信の視聴者も立派な参加者の一つですということでありがとうございます。長野県の弁護士によるホルムズ海峡の自衛隊派遣の署名も5万人くらい集まってましたということでありがとうございます。このポストのおかげで海外の方にも評価いただけて感謝ですし、本当にデモのおかげで民衆の思いは伝わっているはずです。頑張りましょう。私も地方に住んでいるけど何らかの形で連帯できないか模索しなければということですね。はい。いや、でも市民運動の力は大きいです。歴史を見ればそれらが果たした功績が大きいですからね。はい。いや、ほんとね、やらなきゃダメですよ、デモは。やっぱり可視化して力を示し、ね、それが世論が支持してるんだっていうことを、まあ、データでも示すっていうことのね、ダブルでのやり方が必要ですよね。はい。ですね。まあ、すべての納税をボイコットしたくなりますけどね。本当に。本当こんな政府に金払いたくないっていうね。イランに金払うんだったらいいけど、アメリカに金払わないでほしいですね。で、日本の中東理事会による中東地域における武力行使の即時停止と日本を含む関係諸国に国際法にのっとった適切な対応を求める声明というのが出されておりまして、これも素晴らしいのでちょっと読みたいんですけれども、まあ、当然ですけれども、まあ、中東学会の立場からですね、イランへの攻撃に反対するというものになってます。ペルシア語古典文学を代表する文人の一人であるサーディが、その著書ゴレスターンの中に書き残したあまたの詩のある一首は次のような詩句で始まります。強き腕と指先の力を持ってか弱き貧者の手のひらをくじくは罪なり。不運なるものを許さずしてはばからざれば足を踏み外すとも彼の手を取るものなからん。そしてその詩に続くこのもう一種の詩の締めくくりでは次のように読まれています。汝また他人の苦痛を悲しむことなくば人と呼ばれる価値なかるべしと。まあこれをですね全世界朗読してほしいし、なんかまあイスラエルには言っても無駄かもしれないですけど、これをね分かる人たちはイスラエルを止めてほしいですね。止めるための動きに参加してほしいです。はい。だからですね。貧しい人たちが結局今回だって犠牲になってるわけじゃないですか。エネルギーがねこうやって融通されなくなってね一番打撃を受けるのはね貧しい人たちなわけでしょ。だからもうイランとイスラエルの問題じゃなくなってるんだから、でその苦痛を悲しむことができないんだったらやっぱり人間としてどうなんだっていうね当たり前の話ですよね。1291年のに亡くなった人ですよ。だからゴルスタンにこういうこと書いてあるんだからさ、みんな知っとけやっていう話だし、まあね、人間のこういうね、基本的な、ヒューマニズムっていうのはね、数百年変わってないんじゃないかなと思いますよね。そうですね、小鳩通信さん毎回ライブ配信してくれてますね。ありがたいです。はい。カラスマラジオも現代的デモの一つです。ありがとうございます。いつ使うれと思った逆転裁判の意義ありペンライト元気があるタイミングでデモに持っていきたいです。なるほど。ありがとうございます。素晴らしいですね。税金払ってはいいけど、社会的福祉や再分配、社会的弱者にこそ使ってほしい。去年の今頃同じぐらいそれ以上財務省解体ヘイトデモがありました。
まあ、ああいうのはね、世論を代表してるわけじゃないので、それがミニだと思われるのは困りますけどね。はい。イギアリペンライトいいですね。どっかで入手できるかな。まあ、財務省解体デモは結局、まあ、参政党支持とかにつながった流れだったと思いますよ。あれは陰謀論デモですし、まあ、減税を主張して、まあ、排外主義的な主張をする人たちの走りですよね。はい。だとしかもう解釈しようがないと思います。実際つながってるし。はい。イギアリペンライト欲しすぎて、今カプコンのオンラインショップ行ったけど、取り扱いなしになってると。そうなんだ。ですね。そうですね。財務省解体でもライブ配信とかは充実してたしね、それに追いつきたいですね。はい。イギアリペンライトは確か梅田のカプコンストアで買ったと思います。ということで、情報ありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さんデモ参加等頑張っていきましょう。イラン映画とかね、イランのだから今こそ民主派の人たちの映画だから見てみたいですね。はい。つまるところ、ありとあらゆる不正が指摘されてきたにもかかわらず、自民党に投票した有権者と無関心の棄権者にふさわしい首相を日本国は今持っている。もう少しまともな市民社会を持つ海外の国に生活する日本人にとってはとてつもない恥さらしであり、迷惑この上ないということで、ですね、だから日本の民意を全て日本の民意の一部を確かに反映してしまっているのは事実なんだけど、やっぱり基本的にその政治的無関心であるとか、まあ不正を許すようなですね、そういう気持ちが反映してるのがですね、高市政権だと思うので、まあ、こういう平和を希求する意思はですね、全然反映されてないわけですよね。だから実際にどっちが民意なのかっていうことが今問われてるんじゃないかなと思います。ということでですね、日曜日は、将棋面高橋さんの従順さんのどこがいけないのかというのの読み合わせをしたい、読書会配信をしたいなと思ってるんで、メンバーの方はですね、ぜひとも、参加の方ご検討ください。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、でも将棋面さんはなんかね、今海外に住んでらっしゃるんですけど、こういうことを積極的に発信してくださってるのでありがたいですね。はい。まあ、ヘイトデモもね、デモであれ、OBS 大丈夫かな？すいません。ちょっとぐるぐるしてたみたいですけれども、はい。すみませんでした。はい。すいません。ちょっとお待ちするかな。どうでしょう？戻れましたか？どうでしょうか？多分、今さっき再接続のあれが出たからね、多分大丈夫じゃないかと思いますし、まあ、ぐるぐるからお帰りなさいませということで、まあ、大体いいところまで話したかなという感じなんですけどね、ありがとうございます、皆さん。昨日のデモももっと音声周りのプロをお呼びできるような配信や遠隔連帯も充実できたらなと思ったものの休養するデモだったので、それだけであれだけの素晴らしいデモをできたのは日本の希望ですねというですね。権利関係で K-POP を使えない。まあ確かに K-POP は使えない。というか K-POP を使うのはどうなんだろう。まあでも確かに日本の曲って日本の J-POP でちゃんとその戦争に反対する曲ってすごい少ないので、あれなんですけど、でもやっぱり K-POP はね、ちょっと違うのかなという気はしますけどね。韓国の人たちの運動は我々見習うべきですけれども、そもそも日本がああやってね、韓国の人たちにひどいことして、それでまあ民主主義がね、発展してきたっていう背景があるわけですから、なんだろうな。なんかな、日本のアーティスト歌えよ。なんかデモとかをよ。ソウルフラワーユニオンさんぐらいしか歌ってくれてないですよね。みんなであれですか。でも満月の夕べはあんまりデモ向きじゃないな。他なんかないかな。RC サクセション歌いましょう。RC サクセション。この前、ディスコードでちょっと、勝手に拡散したんです。まあ、ここではさすがに、著作権の問題あるんで流せないんですけど、RC サクセションのね、明日なき世界をみんな聞きましょうよ。明日なき世界歌いながらね、あれみんなでデモ更新したら結構ね、ショッキングというかね、パワーがあるんじゃないかと思いますよ。私だったらなんか普通に練習して、ごめんなさい、音声流せないですが、こういう素晴らしい曲がね、日本にもあるのでですね、はい。皆さんで歌いましょう。
あ、おやすみなさい。ギャミさんおやすみなさい。ARB の赤いラブレターはじめは、赤い反戦会は労働参加はあるという、そうですね、ブルーハーツもありますしね。はい。ということでですね。音声戻りましたということでありがとうございます。あ、ブラフマンもありますね。現状に不安を抱えている人多いでしょうからね。彼らと連帯していければいいですけどね。はい。そうですね。ダニー・ジーさんだったら、ダニー・ジーさんは普通に許可取れるんじゃないですか。絶対許可取れますよ。あとタイマーズとかね、そう、ダニー・ジーさんの戦前流しましょう、戦前。この前紹介したけど、ダニー・ジーさんの曲全部、戦争反対だから、どれ流してもね、いけると思うんですけど、はい。ただね、ラップだからね、ちょっと歌うの難しいかもしれないですね、戦前は。いざって時にね、歌うとね、結構なんだろう、ポップ的になんかもっと歌いやすい感じの曲があればいいんですけど、ブルハーとかはね、歌いやすいと思うけどね、ダニジーさんのこれですけど、反戦はね、すごくいい曲なので、皆さんぜひ聴いてください。はい。反戦じゃない、戦前ね、はすごくいい曲なので、皆さん聴いてください。でもそうですね、ダニー・ジンさんだったら普通に絶対許可してくれると思うのでですね、歌いまくれると思いますけどね、多分。はい。パレスチナのね、プロテストとかではね、結構ダニー・ジーさん歌われてると思います。あと、ボーイですね。はい。兵庫県知事の問題のプロテストソング作ってる方がいて、デモの時に流してた。そうなんだ。ありがたいですね。レ・ミゼラブルの市民の歌。市民の歌もいいんですけどね。でも市民の歌もあれフランスの曲ですからね。やばい、ちょっとね、なんかね、できれば日本の人が歌った曲がね、欲しいですよね。はい。デモで流すのもできそうだし、機材があればね、そうですね、いろんななんか、機材とかがね、今あまり充実してないと思うので、そういうのもね、今後強化というか、デモをね、盛り上げていくためには、音声周りとかもね、もっと配備する必要あると思いますし、左派はね、私も含めて金がないので、あれなんですけれども、でもね、音響のプロの人とか結構ね、参加してくださってるのでね、やっぱりもっと協力を求めたりとか、運動を広げていくためには必要かもしれないですね。イギアリペンライトは買った日確認したら一昨年だったのでもうないかもって。なるほど。ありがとうございます。そうですね。日本語訳だとね、ちょっと違います。ニュアンスが変わっちゃいますからね。音楽界の代表をずらしてボーイのタウラムの高橋さんにイチャモンつけてたのは見てて恥ずかしかったです。あいつ恥ずかしかったですね。あいつ別に音楽界の代表でも何でもないですからね。ライブハウスの人間ですからね。ただのね。なんか、私一回紹介した気がするんだけど。でもなんかね、日本のアーティストにはそういう政権におもねるようなこと言う人が普通にいるからね、そこゾッとしますよね。やめてくださいよ、ちょっとって感じなんだけど。ダニジンさんとかがね、もっと気軽に歌われればいいなと思います。はい。リベラル派で音響やってる人もいらっしゃいますよね。はい。だからね、そう、デモとかではね、そういう方の活躍もあってね、今音響とか結構すごく良くなってきてるとは思うんですけれども、まだまだやっぱり足りないと思うので、はい。ですね。だからですね、もうちょっとやっぱり、日本というか、あんまり、左派がね、お金とか権力がないので、特に、民主主義国家にしては、ですね、政府側のものは全部欲寄りとかね、保守寄りなわけですから、そうでないところ、ルートからね、やっぱり人を持っていかなきゃいけないっていうところがあるので、はい、そこはね、困難さとして今後もつきまとうと思いますけど、やるっきゃないですよね。はい。なんか注文時にね、好きな言葉が入れられるペンライトってあるそうなんですよ。あれどっかに画像なかったかな。あれですよね。なんかいろんな人がね、好きな言葉とか入れて、いろんなペンライトとか照らしてましたよね。いや、そういう動きがね、ほんとね、もっともっと広がっていってほしいですよね。ちょっと探してみるか。なんかね、水筒の中にね、ペンライトを入れて光らせてる人とかもいるみたいですね。はいはいはい。
で、なんかこのデモのためにね、ペンライトを、作ったりとか、自分で、ペンライト作成できるサービスみたいなのもあるらしいんですよね。なんかそういうのでね、こういう、非暴力不服従みたいなね、なんか素晴らしいこのデザインを、作ってですね、お店が楽天市場であるんだ。なんかこうやってね、注文するとね、名前とかね、オリジナルペンライトみたいなのを作れるサービスがあるそうなんですよ。ぜひおすすめ、大好きなアイドル応援しようって書いてあるんですけど、アイドルを応援するために使うんじゃないんだよなっていうサンプル書体でこうやってね、文字にしてこういうのを作れるそうなんで、はい、よかったら、後でこれリンク貼っとくんで、よかったら皆さん注文してみてください。ちょっと感電怖いかも。なるほど。水槽とかに入れるのはちょっとね、怖いかもね。ですね。お手製ペンライトはいいですね。意外にペンライトがいっぱいあったらいいですよね。すずりでオリジナル T シャツとか作ってもいいかもしれませんね。私も作るか。すずり作っていくか。反戦反差別ですね。お家にあるキンブレと新書と、サイズ比較してみました。思ったほどでかすぎるわけではない。この人も津浦優さんのアセシャルアロマンティックニューも持ってらっしゃる。素晴らしいな。ですね。こんな感じの大きさだそうです。はい。お手軽じゃないかと思います。はい。そう、これです。そうですね。滝波ゆかりさんがなんだか電飾掲示板みたいなね、文字動くやつもあるんですよ。なんかそれも投稿しててね、どんどんなんか、なんか最新化が進んでいるなっていうすげえなっていう、あれなんですけどね、これかななんかね、文字を電飾掲示板みたいにですね、動かせるやつをですね、滝波さんがね、ちょっとポリタスとかに出てらっしゃる滝波さんがこう作られて、これ、すごいですよね。デモ参加お疲れ、偉すぎ、最高みたいなですね。これはね、エンパワーメント力がありますね。はい。だからこういうの作る人もすごいよなぁ。なんか電飾掲示板をね、こうやってなんかメッセージとかを変更できるタイプのやつが売ってるらしいんですよ。それを滝波さんがおそらく自前で入れられてですね、こういうメッセージにしてデモに持ってきましたっていうような感じですね。すごいですよね。楽しそうですしね。やっぱり楽しいこと大事だと思いますよ。デモはね、大衆行動なんで、もちろん戦争とかに反対するシリアスな内容ではあるかもしれないですけど、楽しく参加できるってこともとても大事だと思います。日本ではね、やっぱりデモって怖いものっていうイメージが強すぎるので、はい。こういう方向性はいいと思いますね。僕なんかは外出のハードルが高いので、デモの配信見ながら自宅でペンラ光らせてます。もちろんね、そういう方はね、それはそれでデモ参加だと思うのでね、はい。私もね、どうしても参加できないときはね、できるだけ、家から見たりしてるんですけれども、はい。ということでですね、こうした商品をね、どんどん広めていきたいというか、私も作ればいいのか、作って販売すっか、ということでですね、皆さんもですね、よかったら、デモとか参加したりですね、こうやって民主的意思表明でもって、高市政権とトランプに対抗していきましょう。はい。なかなかね、イスラエルは本当に手強い相手だし、なんか2年半年ぐらいね、なんかギャーギャーね、言っても、ね、全然、意にも止めないみたいな感じなのでね、ちょっと、無力感はありますけれども、でもね、彼らだってやっぱり、世論がね、逆転するのを恐れてはいると思うので、はい。ですね。フランスとかゴミを落としながらデモしていって、後で清掃員が片付けてくれる。それすごいな。でも、日本のデモってそういうことしたら絶対すげえなんかネット用の人とかが叩いてきますよね。今の段階でそれやるのちょっと大胆すぎるなって感じですけど、でも本来そうあるべきですよね。ガラスワショップをお待ちしております。もうショップ作るか。ガラスワペンライト。グッズ作ったりするときエシカルでいいとことかあるんですか？でもエシカル的なこと考えるとこういうのどうなんだろうな。あまりそこまでは配慮されてない気もしますけどね。はい。なのでオリジナル反戦 T シャツを、作成していくか。ということでですね。
ということでですね、皆さんもよかったら、こうしたオリジナル、ペンライトは、ここまでしなくていいと思いますけど、別にペンダなくてもね、もちろん持ってかない人で、それをバカにしたりするのは違うと思うので、ペンライトなくてもね、デモプラカードなくても、身一つで参加できるのがね、デモのいいところなんで、できる可能な方はね、参加したりとか、配信見たりとかね、していただけるといいかなというふうに思います。はい。ということでですね、反省にしても V 活動にしてもそういうとこでグッズ作れたら素敵だなと。そうですね、よりなんかね、なんだろう、エシカル的にいいっていう風にのが加わるとよりいいと思いますよね。はい。それはね、今のところは多分ちょっと難しいのかなという気がしますけれども、はい。そういった動きもね、どんどん進んでいけばいいかなと思いますね。はい。ということでですね、100円でそうですね、ポキッとする光る棒だったらね、100円で売ってますからね、はい。ああいうのはね、手軽に購入できると思うので、はい。はい、ということで、以上となります。ちょっと、邪悪な、高市トランプの、会談が終わりまして、ホルムズ海峡を派遣する羽目にならなかったことだけは良かったけれども、ちょっとね、エネルギー問題は何の解決もしてないし、前途多難な状況だし、今後もね、自衛隊派兵とかをしないっていうことは、イランとのね、関係性においても重要だと思うので、今後も戦争反対、会見反対、ですね、なんとかして、イスラエル、アメリカを止めろということを訴えていきたいなと思います。はい。ということで皆様、配信今日もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価も引き続きよろしくお願いします。ゴーフィンさんお疲れ様です。ありがとうございます。本日は NHK ドラマトレラリス噂のスピンオフ作品、山田トロロキ、今日だったんだ。ごめんなさい。忘れてた。私も忘れちゃってました。あらば。つい忘れて、私もちょっと忘れてました。お疲れ様でございました。ということで、日曜日はですね、先ほど言いましたけれども、メンバー限定で、こちらの将棋面高志さんの、従順さんのどこがいけないのかという本の読書会をしようと思ってますので、よかったら、遊びに来てください。本買ってなくても全然、聞けるような内容にしようと今頑張っているので、はい。ということで、よろしくお願いします。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、あらゆる加害に絶対に反対しますということでありがとうございました。はい。ということで皆様、いろいろ大変だと思いますけれども、地道に頑張ってまいりましょう。ということでお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。